よし。さあ、準備するんでお待ちください。さあ、ちょっと頑張れば今日ね、最終回にできそうですね。はい。よろしくお願いします。というわけで準備します、ね。もう一です。よろしくお願いします。というわけで準備します。実況始まるよ。今回は32実況漆黒のヴィランズと 5.1 漆黒のヴィランズにひよこの FF14 PC 第318回強くてニューゲームになります。モフおじです。アイスは夏だろうが冬だろうが毎日欲しい。さあ、始めたいと思います。もう、本日もよろしくお願いします。ひよこの FF14 ですね。強くてニューゲーム、漆黒のヴィランズ2の、強くてニューゲームをやりたいと思います。で、前回は、ですね、前回は、コルシア島ですかね。コルシア島のイノセンスとかあの辺ですよね。まあ、あの辺をやって、で、クリアしまして、で、その後ですね、光が元に戻っちゃったんですよね。全部の、ね、光を吸収した後に、それが耐えきれずに、まあ、ひよこ自体が、大積み食いになってしまうっていう流れで、で、まあ、ですね、エメット成果呆れてね、まあ、どっか行っちゃったっていう感じですね。まあ、ですね、水評価を止めようとしたんですけど、まあですね、エメットセレクに止められて、ですね、まあ、エメットセレクが、まあ、最終的な、戦う相手になるんですけど、まあ、一応、まあ、そんな感じですね。で、ですね、その後に最初のエリアのテンペストですね、テンペストに行って、まあ、温度族、サーハリンですね、あの辺のやつをやった後に、アーモロートですね、ゲートシーのアーモロートに行くことになって行って、で、まあ、ですね、で、まあ、ですね、また、その時のね、都市の状況を聞いたりして、進行していって、最終的にエメットセレクと会話して、ですね、解放されたっていう感じですね。一応そんな流れになっています。で、今日は、その ID からですよね。まあ、ID からもう時間が時間なんで、フェイスでやりますけど、コンテンツサポートでやります、ね。まあ、透明性に関しては待たざるを得ないので、それは待ちましょうか。はい。一応そんな感じです。というわけで早速行きましょう。エンドロールのところでちょっと一旦休憩ができるんで今日はかなり気楽ですね。まあその回やることはいっぱいあるんで、サクサク行きましょう。よいしょ。もう早速アーモロート攻略になってるんで、で、今回ですね、ひよこさんに装備もらったんで、おしゃれ装備もらったんで、まあ、顔なしで言いましょうか。はい。で、コンテンツサポーターでいいのかな？これじゃないですね。漆黒のヴィランズの、アーモロート、これか。ヤシトラになってますね。これは誰でもいいっていう感じなんですかね。まあいいか。最後にリーンを入れてあげたいぐらいですけどね。ここをリーンにしてあげましょうか。下げて。頑張りましょう。これに言いましょうか。で、ジョブが今何人になってん？戦士か。まあいっか、戦士で。はい。よいしょ。で、ま
別途 YouTube の方でね、今日1日、ゴールデンウィーク祭りとしてね、1日、2本かけています。そちらも今日やったからやってます。FF3 とか今日から上がってる。主人公のエメットセルフにしてますね。というわけでよろしくお願いします。さあ、週末のアーモロードに案内しよう。よく見ときたいんですよね。パーティーのポスターもよく見れないですよね。見れない。ね、星の断りは唐突に乱れほつれていく。創世に用いられてきた術もまた暴走して獣を生んだ。こっから先行けねえか。行けないですよ。いける。ちょっと向こうワースが湧いてんじゃん。すげえ湧いてるわ。このタイミングで湧くんですよ。それは狙われてる。それら人々を殺し街を焼いた。週末ですね。奥行けるかな？行けるな。それも行ける。
祈りが万神を生むように人の恐怖が獣に転じる。ファーストビースト。これ第一のモズル。中央が好きですね。隠れる。そこにあ、そういう感じですね。うわ、そんなのもあるんでしたね。そんなのもあるのか。やったらしたら相当やばそうですね。ああ、合わせてこの方がいいんですね。例えば言いました。なんで棒立ちなんだ、こうすればいいのに。近くに寄ってあげねえために。ほい。ほい。あ、オッケー。それを倒すとして週末は止められないですね。まあ、現実で起きてますね。このなお2つの技よく。セリフをしっかり再現してますね。まあ、こんな状況が出たら、まあ確かにそうですね。いきなり戻りたいっていうのは、やってますよね。かつてのエイツはこれ経験してないんで、まあ、対立するってのはもうしょうがないですよね。あ、なるほどね。ターゲットですね。けな経験をする。私だってやれるんだから。
サードでいきましょ大地は崩れ水は血となり運命は燃え尽きる。う。明日は燃え変わるとない地位となる。すごいのがいますね。このパターンですね。今のサイズ。覚悟してちょうだい。私だってやれるんだから。OK。いっぱい湧くやつでした。ターミナルベルフィールド。行きますよ。さらにはいた。いやー、ここ大変ですね、フェイスが。いや、そうなんのか。レベルが80なんで、フェイスで来たことないっすね。フェイスのレベルにする必要がないっすね。なんとか、前言ったのを思い出しながら。サブで来てるんだよ、これ、だいぶ前ですね。思い出しながら。いや、サブいや、恐ろしいな、回復また範囲連発って感じ。
36。わあ、でかくなって、でかくなって。ああ、間に合う。クラウンか、結局クラウンかよ。この程度ではない。真相を見せてやろう。いや、お前ら回復しろよ。大丈夫か虫。さあ、進むがいい。滅びは影のように早い。かつて私たちが見た星の終わりの時を。よいしょ。はい。覚悟してちょうだい。星は暗くなっていく。再び断りを紡がねばならない。自由なら任せてくれ。ついてね、ついてね、あ、危ねえ。ついてなかった。よし。いやー、死ぬ死ぬ死ぬ。いやー、回避して回避して回避してうわあねいやー、フル分使えばよかったです。
決意する我らの前にその獣は立ちふさがる。はい。さあ、来たね。メトセレクセン。週末の獣メガセリオン。戦うのはこいつか。さあ行きましょう。これが第3の技だよ。こんなのと対峙したってことです。パッと戦えるっつうんですね。さあ、避けないです。ここで沈んでもらう。上がる。偉いじゃん、あいつら。あそこでいいんだ。自由なら任せてくれ。それはそれはいいね。覚悟してちょうだい。落ちるから気をつけてください。チェックあると思うんですけど、何なんですか？何のように作られてるんだと思います。クラフトビアンだ。お前ら。やっつけるわよ。私の中の人気でどうか力を。うわー、壊れる。ちょっと間に合うか。あー、次来たら壊れる。僕しかねえの。あ、間に合うか、先生。よいしょ。よいしょ。オッケー。お釣りした。で、メッツセールが来て、会話があって、
ラスボスですね。はい、わかりました。どんな絶望ミスライダーって私たちは、そうとも決して歩みを止めはしない。ヘメトセリクはどこにサンクレット。サンクレットしゃべえ。警戒を持ったらこれ8つの領域だ。これが最初の時代の終焉。世の、トトアリが誇れるようで見るようになった。来ましたね。メガセリオンを倒したか。だがその戦いぶりでは不合格だ。やはりまだ私たちには及ばない。なり損ないの中では相当まともなお前たちでさえ、私が本来の力を使えばこのざまだ。私とお前たちの力の差が真なる世界と今の世界の差だと知るんだな。確かにあなたの世界より不出来かもしれないけどね。それでもここで生きたいと、生きたかったとあがいていた人がいた。だから「はいそうですか」って手放したりできないのよ。全然聞いてないです。おいで茶番だよ。その人生も何もかも。やはり共造世界はもちろん、未だ統合途中の原初世界も真なる世界を知る者からすれば抱きすべきまがいものだ。生きたい？バカバカしい。お前たちなんて満足な命も持たないくせに。君がそうして否定するなら、私たちは何度でも立ち上がり、力を、言葉を尽くそう。生きるとはそうやって行いを積み重ねていくことだ。命の形で定められるものではない。よく言う。無駄だよ。お前は何者でもないんだから。世界は私たちが取り戻す。お前たちの歴史はどこにつながることもない。英雄なんていなかったのさ。ヨレヨレっすね。
あなたの言う通り、私たちの紡ぐ歴史もいつかは途絶え消えゆくのかもしれないけれどね。それは今を諦める理由にはならないのよ。そうして歩みを進めるうちに、先で待つ誰かのもとへたどり着くこともありましょう。未来へ継がれることを望んでいるのはあなたも同じではないのですか。なり損ないごときが私たちの願いを語るな。わからないやつだな。今さらそんな風に抗って何になる。お前はもう戦えない。戦う目的がない。お前の冒険はここで終わる。ああ、光が。それ見ろ、光の暴走の再開だ。さあ委ねろ。化け物になり果てるがいい。私たちから奪った世界でのさばってきた罪深き連中をお前が食らい尽くすのだ。今のうちだ、リーン。あ、リーンがどうにかするんですか。おっと。お、アルバートっすか。なあ、あと一歩進む力があったら、この世界を、全ての世界を救えるか。無茶を言うな。なら魂ごと持っていけ。うわ、魂ごとついつつ、これあれですよね。まさにこのついたらオリジナルになるってことですよね。世界はまだ終わらせない。冒険はどこまでだって続いていく。ああ、そう見えるんだ。バカな、お前なぜそこに。アゼレジ。いや、違う。あいつじゃない。ただのなり損ないだ。それが一人立ち上がったところで何になる。いや、一人にはさせないさ。お、推奨法。あの檻を抜け出してきただと。愚かな。死んでもおかしくなかったはずだ。逆だよ。
このままじゃ死にきれないから這い出してきたんだ。さあ時空を超えてきたれ。ひとたび我らに力を貸したまえ。彼方の勇士、稀なるつわものたちよ。どいつもこいつも諦めの悪い。どちらの道が続いていくか。いいだろう。そこまでして望むなら最後の最低だ。勝者の歴史が続き、負けた方は反逆者として名を記される。この星の物語における悪役がどちらか決めようじゃないか。我は真なる人にしてエメトセルクの座につきし者。斧が名をハーデス。暗きに眠る同胞がため世界を奪い返す者なり。来たね、ハーです。おなじみのハーです。直近だとどれやったかな。FF9 ですかね。9あたりでハーデス戦をやりました。まああの辺の配信を見ていただけると、9に関してはもう YouTube 上がってると思うので確認できると思います。ちょっとトイレ行ってきます。すいません。ダッシュでトイレ行ってくる。いやー、この時間なんで、すぐ申請来るかわかんないですけどね。最後なんで暗黒騎士へ行きましょうか。暗黒騎士へ行きましょう。はい。よし。ハーデストを乗せ時間が時間なんで、とはいえ土曜日なんで、まあ大丈夫だと思いますけど、ハーデス自体はここにいないんです。映ってないんですね。今回は多分スパムに引っかかるでしょう。引っかかるんで。強くてニューゲームは今回の最終回になる予定なので、次回以降はね、過去の配信のやつをうまくつなげるんで、まあ再生リストから見ていただければと思います。
まあ、5.2 か。5.2、のね、最初のところですね。ほぼ最初のところですね。つながった。だいぶ、でも配信はね、3年前ぐらいなんで、もうだいぶ古いっすね。初々しさも出てないし、ですけど。5分以内の中にこんな時間にハーデス戦なんてやりたくねえよ。すいません。まあ、ベアトリック戦をやるよりはいいですし、とりあえず。よろしくお願いします。パワーです。全力で来い。私もまたあるべき姿で迎え撃ってやろう。まあ MT だろうな、多分な。この流れ。あ、大丈夫。じゃあ任せちゃう。闇をもって焼き殺す。これぞ闇の力。逃げ惑え。なり損ないのか。魔法の何たるかを知るがいい。
連打のやつ。夢に抱きし思いを我よ。その思い、その願い、その祈り、すべてをわしが背負う。この星の未来を明日への望みを翼とならんこれが最古の魔導士だ。楽しんでる人。愛せよ弱き命ども英雄たちの内なる光が消えようとしている。なんという忌々しき輝き。命を分断した。追した認められん。断じて。これエンディングっすね。暁は誰もいないんですね。
まだだ。鏡が消えた。どこへ行くというのだ。私たちの記憶と真理、希望、絶望、いくつの時今取り出し続ける夢が絶対だ。ここが俺の最大だ。でだね、もう。させるか。そうか、これに封じ込めるんですね。あれ砕いちゃったよ。封じ込めれんの。広まってますね。そういう使い方がある。まったく、なんて力かしら。今です。この戦いに決着を。はい。うわ、アルバートの斧だ。うん。これメトセレクですね。ならば、覚えていろ。私たちは、確かに生きていたんだ。決着だ。本当にお疲れ様。あなた、体は大丈夫なの？どうかなさいましたか？見えるのよ。彼本来のエーテルが。本来のエーテル。オリジナルってことですかね。いわばゾディアークの信徒であるエメトセルクは光と対極をなす闇の力を使う。光
光と闇が全力でぶつかり合ったことで、あなたの中の光がなるほど、ね。相殺された。相殺された。それだけじゃありません。エーテルの乱れによって崩壊寸前だった魂が、なんというか補われているんです。空も元通りになってますね。戦いの前、結局あなたに何もできなかった。それなのになぜ、あの時何があったんですか？まあ、アルバートの件ですもんね。それは伝えるのかな。もう魂ごと、あれですね、ひよこの中入ったから、もう本体としては出てこないっていう感じですかね。いつかゆっくり話すよ。それってボロボロっすね。そっか、もう正体知ってますもんね。申し訳ないことをした。みんなにも、あなたにも。どっちかっていうところ死ぬっていう件について謝ってるっていう感じですかね。おはよう、グラハティア。おはよう。まあみんなここはやっぱ一番下を選びますよね。ちょうどこの BGM 流れてますからね。FS3 の配信で今。ちょうどね。おい、本当にあいつらがあっちの海に入っていったんだな。あいつらっていうか大きなクジラがですね。絶対にアルピノちゃんたちよ。それであの子たち何かをやり遂げたんだわ。この空が何よりの証拠じゃない。ああ、きっとその通りだ。だから間もなく戻ってくるさ。ほら、今に。本当に絶対戻ってくるわよね。そうじゃなかったら私ただ大丈夫だから泣くな。な。お、見てくれ、浜辺の方。もう一人で倒れてますね。おーい、無事か？おかえりなさい。
最後に泳いで戻ってくることになるとは。私はもう限界。ああ、なるほどね。海底の水が復活したって感じか。アルフィノなるほど。大変です。ウリエンジがいません。ウリエンジがいません。大丈夫かウリエンジ。どこではぐれたんだあいつ。私探してきます。泳げないいいわですから、ね。よ。きっとすぐ追いつくわ。唯一泳げないですからね。ねえ、アルフィノってば。まあ、アルヒノも泳ぎ下手ですからね、ゲーム。おかえりなさいなのだわ。こうして第一世界は救われた。エメトセルクの残した魔力が切れればアーモロートの火は消え元の開口に戻るだろう。マジがすげえ揺らしてます。グルグ火山もいつかは落ち、あの巨大なタロースでさえ風と雨に崩れゆく。この冒険はそうやってここからまた始まる世界の遠い神話になっていくに違いない。それでもウリエンジの安否が確認できないんですね。ちゃんと戻ってきてるかな。あ、いるわ、いる。しれっといますね。正解に帰ったエーテルが巡り巡って再び命として芽吹くように。その英雄の冒険は誰かの勇気として受け継がれ、受け継いだものの新たな一歩がまた別のものを奮い立たせる。そうして失われずに続くのだ。あなたの遥かな旅路も道を譲った誰かの存在も。これはそんなつながり続ける世界を行くある英雄の。闇の戦士様なんだよね。ねえ教えて。お兄ちゃんはどこから来たの？どうやって強くなったの？ないしょ。
やー、終わりましたね。ここでエンドロールかな。そうですね。はい。お疲れ様でした。このまま 5.1 は続けます。エンドロールはそのまま流しますね。はい。今回、強くてニューゲームで見せる、最後の、エンドロールってなる感じですかな。それ以降に関してはですね、過去の配信のやつを、うまく再生リストの方に埋めて、一通り見やすくするようにします。一応今黄金まで上がってるんで、黄金までしっかりつなげて、一通りは見れるようにとりあえずしてって感じですかね。14に関しては、とりあえず一旦ここで一段落っていう感じですね。なんで次をやるのはFF10 かな ?10 ですね。10をやってると思うんで、そちらを見る方はよろしくお願いします。11はちょっと後回しにしますかね。なんで10、10、2、12っていう順番でいきましょうか。12、13っていう感じで。16は終わってるんで、15までとりあえずやって、その後に11をやるっていう感じかな。一応そうなんですけど。11突如始めるかもしれないですけどね。それはちょっと、その時のテンションが始まります。配信としては FF1 から9までですね、やっていて、で、3が今配信として YouTube に上がってる最中ですね。それが終わった後に8が上がるっていう感じですね。それ以外に関しては一通り上がってる状態なので、そちらを見たい方は見てください。あとタッキスト、そうですね、タッキストとかその辺もやりたいんで、その辺もちょっとですかね。先にナンバリングを先に終わらせるかな。一応ね、予定としては先にナンバリングを終わらせてから、タッキストだったり、それ以外の概念をやっていく感じですかね。これはやっといた方がいいよっていうガイデンシリーズだったら、それは随時教えていただければ。これと別にドラクエシリーズの方も上げてるんで、そちらを見ていただけることがありたいですね。10に関しては、オンラインの10に関しては、継続してやってるっていうことですね。それ以外に関しては、作品ずつあるということですね。5までは、ドラクエは1から5まで上がってて、6以降どっかでやるって感じですね。ナンバリング順に行くと思いますね。ドラクエに関してはね。6、7、8、9ですね。その後に11って感じかな。10は随時上がってるんでね。全部終わるくらいに12が来てくれたらいいんですけど、まだ出ないでしょうね。まだ出ないでしょうね。17が出るの多分当年先でしょうね、それはね。最低でも5年はかかるもんね。そんな声やってる間に多分他のゲームをたんまりやってると思いますね。ちょっと引き続き BGM 流しとくんで、ゆっくり聴いててください。
we just might carry on in a song. Pray don't forget us, your bygone kin, with one world's end as a new begin. And should our souls scatter unto the wind, still we shall live on. Stand tall.いや、もう一曲じゃ収まりきらないこのエンドロールの長さです。いや、ここもやっぱボリューム、ありましたね。やっぱグレンとかに比べても全然ボリュームあったような気がしますね。なんだろうな。ボイス量が多いんですかね、やっぱり。ゼノス。エリリブス。ゼノスも本物も出てきましたもんね。100人隊長になって。あの辺の話が、おそらく 5.1 以降につながってるっていう流れですね。5.1 に関しては、ですね、暁の帰還みたいなタイトルになってるんで、まあ、暁が、第一世界から、ですね、元の世界、現象世界に帰るっていう話を、多分描いてるっていう感じですかね。で、5.3 で、ですね、無事、帰還するっていう流れになるんですけど、まあ、それまではね、配信として残してるので、まあ、見ていただくと、まあ、5.3 は結構感動すると思います。そうですね。アーモロと絡みの話もね、今後ちょこちょこ多分出てくると思うんで、こんな話もね、覚えておくとね、面白いと思います。アルファが出てるってこともうちょいですかね。最後真っ暗な状態でひたすらなんかエンドが流れるっていう感じですかね。確かにそんな感じですね。ギネス記録のエンドロールですか。2年ぐらいもみんなだれますよ。どうでもよくなってくる前に2行で表示した方がいいじゃないかっていう2行だったらもうちょい早く終わると思うんですけど、特に2
本人がプレイしたこのヨーロッパとか全然関係ないですよ。スタッフ。登場してこないですね。ドゥン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 今回で最終回と。今回 5.1 と 5.2 の最初までやって、あとは過去の配信とうまく再生リストをつなげていきます。ですのでつよニューは今回で最終回。終わんないっすね。終わんねえな。5.1 は多分3時間ぐらいかかると思うんで、まあ、今どれぐらいですかね。1時間半なんで4時間半、まあ4時間半ちょいぐらいでおそらく今回終わると思います。まあそうするといつも5時間ぐらいやってるから、まあちょうどいいですかね。ちょうどいいぐらいですね。3時間で終われますけどね。ID もあるので、5.1 ID もあるので、終わるかちょっとわかんないですけどね。大抵でもどのパッチも3時間ぐらいですね。
お、来た。終わります。お、ようやく終わりますね。最後にエピソード多分ちょろっと流れると思うんですよね。いつも。ゲストクリエイターエデンとヨルファー。そうそう、エデンは野村さんそうね。で、ヨルファーはまあ、二人ですね。植松さんとかも出てますね。横尾さんと世界。ニアシリーズもどっかでやりますよ。ドラッグ&ドラグーンからやるんで、まあ、気がついたらどっかのタイミングで上がってると思うんで。まあ、ニーヤやって最終的になんかうまくニーヤのコラボしてるやつをうまく繋げられたらいいなっていう感じですね。よし。じゃあエピソード見ましょう。しかし今回の一件から私は大きなことを学びました。泳げなかった。やっぱそうですね。やはり水上を歩いたり海を割ったりする術を一つ二つ覚えておくべきかないかということです。最悪この後ビスマルコの歯を磨く仕事がありますので、古き妖精に教えを請うてみようかと。次の機会があればどうぞご期待ください。いや、泳ぎについての期待をしなきゃいけない。期待してねえよ。そっか、この時点ではまだ水上、あれですよ、泳いでない、歩いてないんですね。歩きのもちょっとそうですね。溺れかけてましたもんね、完全に。体力の限界が来たよ。隣のベッドで仲良すぎだろ、お前ら。改めてあなたたちのおかげで第一世界から罪食いの脅威が去り、この地を覆う光もまた消え去った。これで全てが元通りとはいかないものの、ここから少しずつこの世界は浄化されていくだろう。もうグラハでいいのにまだ水晶湖。第一世界は統合から遠ざかり、原初世界における第八霊祭も防げたと言っていい。これは朗報ですよね。あなたがもともといた未来に進むことはなくなったという意味でもあるけれど、消えたりしないのね。どうやらそうらしい。歴史から切り離されてなおあの未来が存続しているのか、あるいは私という存在がこちらの歴史に刻まれたからなのか。しかし私が残ったことによって困った事態にもなっている。本来ならあなた方の魂は召喚者である私の死をもって原初世界に返されるはずだった。なるほどね。帰れないよって。だが私がここにいるばかりにあなた方もまた第一世界にとどまってしまっている。
帰れないのは残念ではあるが、方法なら改めて探せばいい。今度は君が死ななくても済むものをね。どのみちすぐ帰るつもりはなかったし、こっちでお世話になった人たちを訪ねるためのおまけの時間ってことにしておくわ。しかし原初世界側の様子も気になるところではあります。タタル城や皆さんも一日先週の思いでお待ちなのではないかと。なあ、お前だけでも一度原初世界に帰ってタタルたちへの報告がてら様子を見てきてくれないか。なるほどね。ああ、じゃあ一回石の家に帰る。そういうことであればすぐにでもここから送ろう。そこで報告して終わりですかね。私たちは一度解散しておきましょうか。それぞれ気になっていることもあるでしょうしね。水晶校、その人が戻ってきたら私たちに知らせをもらえるかしら。それから今度は変な場所に飛ばさないようにね。大丈夫だ、ずれたりしないし他のやつも巻き込まないさ。実はちょっとだけほっとしてます。すぐ皆さんとお別れになったら寂しいなって思ってたから。まあここはどうしてもいつかお別れが来ちゃいますもんね。戻ってきてくださいね。いってらっしゃい。気をつけて。ではマキを起動しよう。少し待っていてくれ。もう遥か昔になった子供の頃、歌に本に歌われる英雄が好きだった。それは遥か届かぬ星のようで、何度真似をしてみても本物になれることはなく、しかしある日思いもよらず目の前で瞬いたのだ。この英雄の見据える先には何があるのだろう。私もそれを共に見ることが叶うのだろうか。あの白髪みたいなのはクリスタルの影響ですかね。やはり簡単なことではないか。それでも目指して歩かなければ永遠に届きはしない。そのための勇気だってもう十分にもらったじゃないか。だから眠っている場合じゃないぞ、グラハティア。普通にテレポで帰れるんですけど。
わざわざ、こう開けてくれましたね。幻想世界魔道場来ましたね。あれか。エスティニアンか。エスティニアンですかね。ああ。あとあれですよね。ガイウスか。また見張りがやられてやがる。ゼノスにやられたってやつですよね。うぬらはこのまま正門まで進め、状況を把握し次第即時連絡せよ。こいつも迷いなく急所を切り裂かれてるぞ。帝国の城ってのは随分物騒なところだな。悪い、軽口が過ぎた。捨てたとはいえ、ここはお前の。秋夫さん、これが最後のボイスになるのかな、おそらく。構わぬ。我とてこの異変に乗じて潜入を企てたのだ。この者らに手向けられる言葉はない。今のは兵か。おいパリス兵か。うわあれ元に戻ってるか。ガイウスか。遅いな。貴様の役目はもうないぞ。元に戻ってますね。うわぁ。やりやがったね、実は。なんだ。アシエンと言った方が救いがあったか。あの化粧ならば肉体を捨てて逃亡した。せっかく俺との戦いが楽しめると思ったのだが失望だ。しかして俺は俺の体を取り戻した。ゼノス・イエーガルバスの魂と肉体はここに再び結ばれたのだ。おい、どうする。盤上に置かれてたのはとんでもない駒だったようじゃないか。もう出てこなくていいです。うぬがことは我が剣にて確かめてくれよ。待て。今の話に嘘はない。この者はゼノスであり、その肉体を使っていたアシエン・エリディブスは空を裂いて逃げおおせた。だがゼノス、我が愚足よ。聖者へと帰るにとどまらず、この国を掌握しようなどと不相応な野望を抱いたものよ。うぬぼれるな。この国の使命、歴史からの真なる解放と人の存続、貴様ごときに背負えてか。は分不相応とは己のことでは。あなたは始祖から継いだ国を維持するだけのことに必死だった。俺はあなたの窮屈で退屈な思想など継ぐ気はない。
ガレマール帝国を掌握するつもりもない。ただ、邪魔者を消しに来ただけだ。退屈な戦、くだらぬ兵器。そんなものに俺の獲物を奪われてなるものなるか。ほどね。ここで、あれか、親父を殺すから、あれか、黒バラの発音がなくなるってことか。お前はまさかそれだけのことで。それ以外の理由などいるまい。俺の狩りの邪魔をするならば、ことごとく死ね。うわ哀れなアシエンから聞いたぞ。ゾディアークにハイデリン。星の意志すら作られた力に過ぎないのだと。ならば次は、それを食らって殺し合おうぞ。我が友よ。ゼノス貴様実質系は。いや、もうガイウスじゃさすがに倒せねえだろうな。どこだ？あ、ここか、こっから出んのかな？あ、大世界は違うわ。違う。こっちだ。飛べばいいんだと思うんだよな。さあ、タタル城がお待ちかねですかね。冒険者さん。いました。クルルはいないですかね。リオルはいるんだ。あれバレてない？まさかのバレてない。見えてきた。あれとか。冒険者さん、本物のカズさんです。よくぞご無事で、それに思ったよりずっと早かったです。時間の経過そんな経ってないんだ。どれぐらい経ったんですかね。もっと長く言っていた方が良かったまさか戻ってきてくださって飛び上がるほど嬉しいです。不思議な妖精さん経由でご報告がいただいておりましたが、こうして、そうか、そういうことで。こうして直接お顔を見られると安心するです。フェオスちゃんね。こちらの方は、帝国と同盟軍の睨み合いがまだ続いています。なぜだか帝国軍の動きは鈍くて、大規模な戦闘が起こることもなく、いわゆる、頓着状態というわけです。気をつけると教えていただいた、黒バラという兵器についても今のところは使われておらず、やっぱそうですね。殺されたからですよね、バリスが。そうでした。その兵器の対応については、心強い助っ人さんを呼んだのです。エスティアンか。私とクルルさんで、あの人を一生懸命に探したのですよ。あったらきっとカーさんも驚くです。ひとまず彼の連絡を取りつつ、最新の戦況も確認したいと思います。ので、しばらくお時間をいただけますか。確かにそうですね。グレンの時に一回も会えなかったですもんね。こっそり出てはいましたけどね。カーさん、なんだか以前にも増して楽しく感じられますね。今度あちらでの冒険の話も聞かせてほしいです。何はともあれお帰りなさいです。はい。これはエリリブスかな。
そうか、ゼノスの肉体が抜けたって話ですよね。メタセリク、本当に消えたのか、君は。ラハーブレアをなき今、わしはついに最後のオリジナルだ。この声を読んで、己はまた人の可能性を見誤っていたと認めざるを得ないだろう。ゼノスにしてもしかり、肉体の宿した力あの状態で凌駕してこようとは、彼に世界の真実と続けたことが果たしていかなる展望を招くのか、もはや私にも想像がつかない。いや、その余計なこと話さなくていいんですけど。全くエリディブスが聞いて呆れる。歴史の流れはもはや、わしの正せぬ、学流となったのか。なんでここはボイスがねえんだろう。ハイデンよ、すべてお前の望み通りだ。その星は今、新しき者たちに奪われようとしている。お前の作った者たちの願いによって、そもそもエリディブス自体に、この時点でボイスがついてないんでしたっけね。世界の真相は伏せられたまま、彼らは己がなり、損ないの、命あることを知らない。そうして今の人類が憂いなく、生を、謳歌するほどに、我々は消え捨てていくのだ。分かっている。それでもまだ我々は終わっていない。あの英雄は確かに、過去最大の障害だ。だが今度こそ排除してみせよう。次はエリディブスって流れですね。策はある。連中を大世界に、縛り続けることができれば最後に勝つのは我々だ。お前たちはそちらの世界で闇の戦士になったとか。ならば運命が決まっていよう。闇の戦士は光の戦士に撃たれるんだ。かつてお前たちがそうしたように。光の戦士に倒させるっていうシナリオを組んでるってことか。光の戦士を作り出すってことですかね。で、これエデンか。エデンですね。いつも通り予告が出てますよね。やはり間違いないんだな、リン。はい、この向こうに何かがいます。だがこの先どれだけ進んだとしても続いているのは無の大地。生命の存在が許されない場所だ。俺たちとて長い間避けたところで体に影響が出ないとも限らない。それでもどうしてもそこに行きたいのか。確かにこの世界は救われました。でも取り戻されたわけじゃない。取り戻すか。ならこの果てに何が待っているか確かめに行かないと。この世界を取り戻す旅をするっていう感じなんですかね、この二人は。それがお前の望みなら家族である俺が全力で支えてやがってどうする。さあ戻って準備を始める。はい。続くんですかね。エデンですね。エデンといえば FF8 ですかね。続く。あの見た目がまさにそうです。で、フェイス解放。ここで解放されるんだ。ああ、そうなんだ。なるほどね。フェイスは解放されました。これはもうやってるからいいんですけどね。また漆黒のヴィランスで体験した冒険を現象世界にジョブクエストで出会った人たちに話すことができるようになりました。ジョブクエストで、なるほどね。そうか、一個だけクエストが確かあるんですよね。各ね。そうですね。さらにクリスタルリミット新たなコンテンツ、これがエデンか。エデンですね。オッケー。じゃあ、漆黒のヴィランズ2はようやく終わりましたね。終わったんで、次は、
これは違うな。これは違いますね。次は、暁の解放兵みたいな感じになるのかな。その強くて逃げる。暁の機関編ですね。はい、これ言いましょう。クリスタルエミひとときの平穏が訪れ、各して現象世界に帰還した冒険者は異界での旅路を仲間たちに報告する。来ました。じゃあ行きましょう。5.1。生命力の揺らぎ。母さん、いいところにお越しくださいました。あれから少し体を休めることはできましたか？他の冒険で忙しくて。相変わらずのご様子ですね。それだけ元気いっぱいだなと考えておきます。一方、私の方とはいえば日常業務を続けつつ、助っ人と連絡を取ろうと試みているのですが、ST にあるんですかね。今のところなしのつぶてです。ただ、エルザ同盟軍から報告をもらうことはできました。ギムリとの前線においても、帝国の動きは見られないと。ひとまずは、生還といったところでしょうか。ですので、静かなうちに例の約束、大世界から帰ってきた時にお願いしていた、あちらでの冒険について詳しく聞かせてくださいませんか。まだ教えてねえのか。ありがとうございます。そうだ、せっかくですから、ロエナ、記念会館のテラスでお話しするです。ここにいるはずのフラミンさんも、特にミーヒラさんのことを知りたがってましたから、一緒にお話を聞かせていただくです。これでそうですか、フラミンさんに報告しなきゃいけねえのか。いやー、もうそうっすよね。ミーヒラも出てこないですもんね。いやー、じゃあしょうがないんで報告しに行きましょう。吉田はいるかな。吉田は相変わらずいますね。もしかして例の大世界の冒険について話をしてくれるの？忙しいので私たちのためにありがとう。タタルさんが来たらぜひお話を聞かせて、守りたい、作りたいとあの子が願った世界、そこでの長い冒険の話を。そっか、妖精からちょこちょこの話は聞いてんのか。だからもうミーヒラの件は知ってるってことですかね。ある程度。でも悲しい顔してますね。ミーヒラさんが残した希望の灯火はそのリーンっていうことに託されたのですね。リーン、過酷な運命を背負って生まれながら、それでもなおミーヒラの思いを、継いで歩んでくれた子。きっとあの子も嬉しかったと思う。だからこそ安心して力を託すことができたんだわ。私がリーンに会うことはとても叶わないでしょうから、あなたから伝えてあげて。ただ一言ありがとうと。もちろんあなたにも関しては、ミーヒラがどんな思いを伝え、どんな希望を残したのか、あなたから直接聞かせてもらえてよかった。ちょうど話も終わったところか。邪魔しちゃ悪いと思ったんだが。リオンか。リオルさん。わざわざいらしたということは、連絡をお願いしていた助っ人の件で何か？一向に通信が繋がらないんで、さすがに不安になってきてるな。そこでこちらから、抵抗属州に侵入して、距離的に近い場所から通信を試みようと思うんだ。サンクレットがいない今、潜入捜査は俺の役目だろう。でも危険ではないですか？隠れて進む分にはやりようがあるさ。それにここ最近は不気味なくらい帝国に動きがない。今ならギムリト経由で、侵入も容易だろう。ただ、座して待つより己にできることってのは、なんとか朗報を、持ち帰るよう試してみるさ。おっと忘れるところだった。クルー城が訪ねてきてお前さんたちを探していたぜ。クルーがいるんだ。賢人たちについて相談したことがあるとか、今、石の家で彼らの診察中だ。話が終わったのはモーティアだ。相談って何なんですかね。ともかく石の家に戻るです。バイバイ。さあ行きましょう。
てん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 。クルーさんはまだ診察中のようです。ここは焦らず診察が終わるのを待ちましょう。たまにはナイトも使ってあげましょうか。配信全然使ってないです。あら、来てくれていたのね。それで皆さんの様子はどうですか？相変わらず昏睡状態が続いているわ。まるで眠っているように体に異常は見られない。と言いたいところなのだけれど、実は変化の兆しが見られるのよ。変化の兆し。変化ですか？あ、もしかして相談したかったことって。ええ、そうよ。かすかにだけれど、みんなの肉体に残るエーテル、つまり魂以外の生命力とでも言い換えればいいかしら。そこに揺らぎが見られるの。揺らぎが見られる。今すぐにどうにかなるというほどの変化ではないけれど、その揺らぎに個人差があるのが気になるのよ。個人差がある。一番揺らぎが大きいのはサンクレットさん。なるほど、古い時代。ついでヤシトラとウリエンジェさん。一方アルフィノ君とアリゼにはほとんど変化はなし。それって倒れた順ですよね。そうっすよね。だって5年いますからね、すでに。サンクレット。その通りよ。つまり、魂が分離してから時間が経過している人ほど、生命力の揺らぎが大きくなっているってことね。もう以前なんか言ってる場合これはじゃないです。推論に過ぎないけれど、魂と肉体の結びつきが弱まりつつあるのかもしれないわ。大変です。その結びつきが完全に断たれてしまったらどうなるですか？こんな症状初めてだから確かなことは何も言えないわ。でも決していい結果になるとは思えない。先ほども言ったけれど、まだ揺らぎはとても小さいわ。それに私も魔頭屋様と連携して肉体を保つための努力はしてみるつもり。だからその間、あなたには彼らの魂を帰還させる方法を探してほしいの。もう慣れている。二つの世界を救う戦いを終えたばかりだというのに、ごめんなさいね。でも探すと言ってもどうやって？これまでも専門家さんたちに力を借りて調べてきたのに、まだ何も手がかりすらつかめていないですよ。確かあなたの報告によれば、水晶校は召喚者である自らの死をもって賢人たちの魂を原初世界に返すつもりだったのよね。シャーレアンにいた頃のラハ君を知る身としては、その決断に思うところもあるけれど。あ、そっか。グラハ知ってんのか、グルー。何にせよ、幸いにして彼の命は救われ、結果的に賢人たちも第一世界に留まることになった。そうなるとやっぱり、魂の帰還を実現するには、召喚術の要となっている水晶校の協力が不可欠よ。だから、この肉体の変化に関する情報を携えて、もう一度第一世界に渡り、水晶校たちと協議してもらいたいの。もちろん、原初世界側からのフォローは徹底させてもらうわ。だから、
よろしくね。あ、これであれか。星見の間に戻れっていう流れですか。飛んじゃった方が早いですかね、さすがに。これじゃなくて、こっちか。安いっすもんね。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。あっちか。ナイトでいきましょう。あれちょっと待って、ナイトは俺、光る装備じゃなかったでしたっけ？武器を変えてんのか、100のやつに。だからか。ブルトーレで攻撃しちゃいますね。光ってねえやつだ。まあ、光ってねえやつは完成してねえじゃねえか。くそ。いや、現象世界での報告は無事に。いや、その顔を見ると何か深刻な事態があったのか。詳しく聞いてよ。賢人たちの肉体に変化が。まさか彼らの肉体にそんな危険が迫っているとは。クルルはあちらでかの、マトウヤ様の助けを借りて、大将動いてくれているというのは心強いが。わしの方といえば過去の、研究成果を洗い直していた。最初にサンクレットを呼び出してからしばらくは、現象世界の帰還方法を最優先で探していたので、そもそも私の召喚術の原理は、いや、ここは状況報告も兼ねて皆を収集して話した方がいいか。急いで使いようだそう。全員来るか。いや、サンクレット来なそうな感じですよね。リンと旅してる最中ですよね。いないっすもんね、これ。ウリエンジェもいねえな。兄弟と、ヤシトラのみか。あ、来た、ウリエンジェ。失礼。遅くなりました。あら？サンクレットとリーンも一緒だったのではなくて？あっちゃエデン組です。彼らは無の大地に関する調査に注力したいと。急ぎ手が必要な時には呼ぶようことづかっております。確かに彼らが担う調査も重大事だ。今はここに集ったもので問題を検討しよう。一番重要なんですけど、サンクレット。さて、皆にはすでに概要を伝えてあるが、あなたが原初世界で聞いたことを改めて報告してもらっても。生命力に揺らぎ魂であるこちらの私たちには
今のところ異常は見られないわね。さりとてこの状態を維持し続けられる確証もない。いずれにせよ帰還方法を真剣に探すべきでしょうね。あなたにも私の用いた召喚術について一度きちんと説明しておこう。そもそも私は優秀な魔法使いなどではなくてね、大掛かりな術を扱う時にはこの塔の機能とそこに蓄えられたエネルギーを用いているのだ。皆やあなたを呼んだ術も例外ではない。遠い未来で確立され私を第一世界へと送った機能、それを四苦八苦しながら転用した。乱暴な言い方をしてしまえば、世界の壁に対象者だけが通れる穴を開けてこの塔の元へと引っ張ってくるといったものなのだが、あなた以外の皆は想定外の召喚だったため、その穴が完璧には開けられなかったという具合だ。私はもうどんな役目を背負っていても生きることを投げ出さない。あの海の底まで救いに来てくれたあなたに誓って、今回の件だって何が何でも解決法を探してみせる。だがもしそれが間に合わず皆の身に危機が迫るようなことがあれば、当初の方法を選ぶこともためらわないでくれ。いてデコピンされて。いきなり何をもしの話でも気に食わなかっただけよ。それで生き延びたって、あの人が悲しい顔するなら最低最悪のやり方だわ。方々から愛されて大変ね、英雄さん。方々から確かにとか言ってるし愛勢愛が強かったですね。さあ、そろそろ議論に戻りましょうか。まず検討すべきは、私たちのような不完全な転移の事例ではないと思うの。完全な成功例がこの場にいるんだから。ここで注目すべきは、魂と肉体の転移のみならず、装備や持ち物を含む物質を伴い、次元の狭間を超えている点よ。テレポに代表される転移魔法では、自己の延長線上に物質を置くことで転移を実現しているの。その際鍵となるのが、これは自分のものであるという認識よ。なるほど。つまり私たちの魂を彼が自分のものだと認識すれば、原初世界に持ち帰ることができると。それで済むなら話が早いわね。でもそんな簡単に他人をものだなんて思える？少しでも疑念を抱いた瞬間次元の狭間に放り出されるなんてことだったら、さすがに危険すぎよ。アリゼ様の懸念はごもっともでしょう。ですが魂を何らかの物質に収めてしまえば話は別。物質、我らが魔女はそう言いたいのではありませんか。ならば白成績が役立つはず。あの巻はもともとアシエンの魂を捕らえるため作られたもの。より魂の質量が小さい我々であれば収められて当然です。白成績が役に立つんだまた。白成績に収められた魂を安全に維持する方法、そして肉体に移し替える方法、この2つを確立できれば原初世界への帰還も叶いましょう。
魂の維持と移し替えか。であれば私からも提案できることがありそうだ。ほうほレイクランドの始まりの湖、その対岸にかつてエルフたちが築いた宮殿があってね。う。始まりの湖。光の反乱の折放棄されたようなのだが、そんな場所を根城とする風変わりな雲母の忍者がいるんだ。もうか。かつてフップート王国の王宮にも出入りしていた魔導士で、特に魂に関する研究で知られていたと聞く。ここは忍者殿に知恵を借りてみてはどうだろう。もちろん反対する気はないけれど、そんなに名高い魔導士が廃墟で隠れて暮らしてるなんて、よほどの事情がありそうじゃない？おそらくその通りだ。私も数十年前に積み食いの対策に関して協力を仰ごうと接触を試みたことがあったのだが、使い魔をけしかけられてまともに交渉すらできなかったよ。どうやら相当な人嫌いらしい。だが気難しいイルメグの妖精たちとも縁を結んだあなた方であれば、あるいはと思ってね。場合によっては荒事になるだろうが、ここは一つ忍者殿を訪ねてみようじゃないか。もちろんあなた方さえ良ければだがね。待とうよのこと言ってんのか。開花の収集か。まあ、もうは単純だからね、大丈夫と思いますけど。宮殿に住まいし忍者。忍者殿が住まう宮殿、その名前グランコスモス。早速 ID 来ましたので。その初代、始まりの湖の対岸、衛兵団に小舟を用意させよう。なれば、深夜で別行動の許可を。皆の、魂を収めるに、たる白成績を生成するには、それなりに準備が必要となりますので。まあね、あまり海には関わりたくないってことですかね。では、白成績についてはウルエンジンに任せよう。それ以外のものは、レイクランドのサレン教へ、戦いの準備を忘れずに。でーレジスタンスレベルか。ナイスね。あ、ダメだ。足りねえな。うん。まあいいでしょう。はい。行きましょう。サレン教だからもう現地集合っていうのですかね。はい。とりあえずじゃあそのまま外に出ていけばいいですね。いやーもうね、もう当面来る機会なさそうだな。
いますね。戦いを準備は、この3人が来るって感じか。水晶湖の大将ですかね。来てるってこと。以前にわしが忍者殿に接触を試みた際には、宮殿に立ち入る嫌な使い魔が攻撃を仕掛けていた。僕はそれを承知で正面突破と言っている。随分と荒っぽい手段を取る。自慢の、使い魔を、台無しにされたら余計に怒って話を聞いてもらえないんだ。いえ、私は水晶湖の作戦をする。己の魔力を注いだ作品であれば、その使い魔を上回る者が現れる興味を抱く。それが魔法の道を歩む者、魔導士という人物。私もそう思う。それに、相手の性格や、因縁の、理由もわからない以上、対面できたとして、交渉が出た勝負にならざるを得ないから。ならば少しでも我々に興味を持ってもらえるよう、襲い来る使い魔を徹底的に打ち倒してやろうじゃないか。そういうことなら腕が鳴るというものだけど、なんだか。水晶湖、あなたは随分と楽しそうね。一緒に冒険できるから。憧れの冒険者さん。そうかな。久方ぶりの戦いを前に高揚しているのかもしれないが。アリゼとカーズと、共闘できるときは、気合の入れ方が段違いだ。水晶湖と同じようにまた彼と冒険できることが嬉しいのだね。反応してる、アリゼが。私はいつだって真剣に。私も世界を脅かす、敵との戦いではないんだから、多少はここにゆとりがあるつもりだったんだ。はい、いつまでもイーサーを取り合わないの。ここで時間を浪費するよりさっさと宮殿に向かいましょう。お望みの冒険がたっぷり待ち構えているわね。そうだな。それでは、忍者のメジロ、グランコスモスで出発しよう。これで回復ですか。魔法宮殿グランコスモス。結構いいとこなんで、のんびり行ってもいいぐらいですかね。でも今回水晶湖使ってあげたいところですね。水晶湖はね、オールラウンダーだと思うんで、確か。ちょっとトイレ行ってから行きますけど。っすね。オールラウンダーですね、やっぱり。じゃあ、こうですかね。油断せずに行こう。ちょっとトイレ行っても。黒魔同士2人いらねえよ。そうですね。黒魔寿司2人いらないですね。なんで、ヤシトラの代わりをこうするか。気合い入れていきましょう。こうとこう。油断せずに行こう。これでいきましょうか。黒魔同士ですよね。これがヤシトラにする手のとかかる子ね。黒になっちゃうんで。気合い入れていきましょう。はい、行きましょう。閉まったぞ。いいね、BGM。グランコスモス。
いや、アレンジっすね、レイカーの。サーチンサルに。こっちか。なんか言ってますね。パーティーメンバー紹介なんてあるんですね。いや、そうなっちゃうよね。自分でやって遅くねえか、くんの。危ねえな、もう。ロイエ、ロイエ。放棄がある。掃除だけを続けよう。館の主は綺麗好きなようつってます。そっかそっか。こっちか。喧騒の間。わかんない？あ、こっちですね。こっちすら覚えてないですか？魔力発射。はいはいはい。
ロイウェイ。これで一部っすか。近づくの方にやる仕方な。こいつとやるんだ、さすがに。近づくんじゃないはず。よし。絶景です。回復のタイミング決められる範囲でね。
使えないってある。そうやってよし。だからいらん。フォークシーのか。いやー、押し忘れた。くそいや、インビンシブル使おうと思ったんですけど、ボタンミスでした。くそ最低。いやー、回復足りねえんだよな。学者め。いや、めんどくせえな、ヒットポイント回帰せんの。出遅れますね。っぽいですね。取れてないですね。早く切る。にボース。ヤナンシ。見たことありますか？これ歴代にいたやつかな。ヤナンシ。
育つ。そう、育つやつ。を持って、力を使うときか。じゃあ、一人一個担当しないとダメか。近い、あ、近い。あ、僕のがずれるよパターンだ。僕は、これをこうする。OK。ヤナーシーまで倒されそう。掃除してんじゃねえよ。これね。これはまさか幽霊とでも思ったんだよ。なかなか。エネガが勇猛たる騎士たち。シガールの兵士みたいなのがある。
クラスか。これはどうしますあ、偉大なレイクランの初代王再び目覚め。レイクランド。さすがにスタート買って全然削れねよいしょ。ひどいね。よし。踊ってんすね。喋ったりはしない感じですかね。冗談をしてくれ。あれだけ幻なんだ。これやっぱ連れてこないと喋んないですね。あ、これもうボスだわ。ボスですね。めんどくさいんですよね、これ。あくまでさらに言うならば、自慢の使いはルゴスと踊っていただこう。属性を相殺させるやつでしたっけ？望遠ショールモス。はい。さあ、よろしくお願いします。行きましょう。あの辺をね、で、相殺するんですね。パークはもう書いてある通り良さそうですね。炎はそのままかな。氷ですよ。氷みたいなのをすると相殺しない。治癒なら任せてくれ。俺が調整しないといけないのかな。いや、そっちに逃げるんですよ。やってやるさ。
や、カーテン使おうとしてやがる。バカ野郎、シャンデリアで。なんで気使ってあげなきゃいけない。死刑も取らせるわ。できた時はよく分かってなくて、なんか死んだ記憶はあります。いやー、死んだらアウト。閉めてよ。あ、オッケー、落ちした。これでも相手行くことはないでしょう。うわこう仕事していたことある日のに任せるわ。もうすごい熱量の使い魔だった。さて、いよいよ肝心の交渉だが。やしたら。この惨状もほうきが掃除するのかしら。帰ってください。あ、ほら入ってた。まあ、言ったら安いから。なんともはや自慢の使い魔までもが倒されるとは。すげえこの声聞いたことあるわ。他のゲームで。宮殿に住まいし忍者レイクラグ殿とお見受けするあなたにとって我々は招かれざる客なのだろう。少々手荒な歓迎を受けたもので無礼を承知ながら全力で応じさせていただいた。だが戦いは本意ではない。私たちは助力をお願いすべく訪ねてきたのだから。お願いだと。お願いに反応しました。そう。私の仲間たちの命を救うため、長年にわたり魂の研究をしてきた強調してあなたの知恵をお借りしたい。そのお願いに来たのだ。2回言ってます。
お願い。なんとも、抗いがたき、甘美な響き。その言葉を投げかけられたくないがゆえに、こうして、人里離れた廃墟に移り住んだというに。投げかけられたくないのかよ。いや、ダメだ。わしは、人の悪意に絶望し、生涯、お願いなど聞かぬと、心に誓ったのだ。対価の収集語る猛族が取引を拒むからには相応の理由が終わりなのでしょう。ですが重ねてお願いさせていただきたい。言ってますね。私を含めて幾人もの命が関わる事案なのです。どうか話だけでも聞いてはいただけないでしょうか。ゴゴゴゴゴ。お願い言い過ぎた。話だけ。本当に話を聞くだけ。それくらいなら。いや、やっぱりダメだ。誓いを立てたのだ。よりにもよって、お前たちはわしの知恵を求めているのだろう。かつてわしが、裏切り者の宮廷魔導士に知恵を貸したばかりに、多くの犠牲が出たのだ。お前たちは、あの恐ろしい事件を知らないから、やすやすと知恵を借りたいなどと言えるのだ。お願いしたい。フップート王国の魔物化事件のことか。なんと、あの事件を知っておったか。だが、わしは知恵を貸したばかりに、あの男は魔物化の魔法を完成させたのだぞ。その忌まわしい知恵を借りたいと申すのか。よかろう。よかろう。いいか、ちょっと話を聞くだけだぞ。相応の対価を必ず支払うのだぞ。いや、聞くだけじゃ対価を支払えないですよ。さすがに。釣り合いの取れた対価を支払うと約束しよう。それではぜひ私たちと共にクリスタリウムへ。少々込み入った事情となるが話を聞いていただきたい。クリスタリウムで話すんだ。まあそうですよね。映像化しやすいですもんね、あそこだ。ある日の。いやあ、お疲れ様。他の皆はベイクラウドの連れて一足先にクリスタリウムへと向かったよ。それにしても猛族の性質についてウリエンジェから学んでおいてよかった。ユーメグの冒険では妖精たちに翻弄されたからね。そうだね。さあ、ベイクラウドのからで魂についての知恵を借りられるよう交渉の続きというか、あ、そっか、アルフィナとアリーゼは別行動でしたもんね。妖精担当してましたもんね。で、行ったのはウリエンジェか。そうっすね。あと、リーンですね。はい。ベイクラウドの見立て。それでは私たちもクリスタリウムに戻るとしようか。水晶湖がベイクラウドの、星見の前をお連れして、こちらの状況を伝えてくれるはずだ。はい。ダン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 と。はい。じゃあクリスタリウムに帰りましょう。
即イベントですね。一人いないっすね。あ、このタイミングで来るのか。まさか、お主たちが夜に闇を取り戻していたとは。それに加えて、異界からの来訪者だと。古の時代に分かたれた13の共造世界、そして過去7度発生した霊災による世界の統合。これまで語った言葉に嘘偽りはないと誓おう。あ、そこまできっちり話したんですね。とはいえ、そう簡単に信じられる事柄でもあるまい。ただ、魂について長年にわたり研究してこられたあなたなら、彼らの魂がこの世界のものと根本的に異なることがお分かりになるのではあるまいか。確かに、ざれ言と退けたくなる話だが、なるほど。よくよく注意して観察してみれば、魂の濃さも尋常でなく、肉体を持っておらぬこともわかる。特に、こちらの御人は、一段と濃い魂をお持ちだ。しかも、肉体も仮初めのものではなく、本物であろう。そうだね。ふーん。繰り返すが、彼ら異界からの来訪者の協力なくしてこの世界に夜闇を取り戻すことはできなかった。一人だけ本物が来てるってことで、これがヒントになるんですかね。その恩に報いるためにも、是が非でも無事に元の世界へと帰還させたい。どうかご助力願えないだろうか。話を聞くだけのことに対価を求めはしたが、今聞いた情報だけでも十分すぎるほどの価値があろう。何より光に覆われた空に闇を取り戻してくれたというなら、なるほど、確かに恩に報いるのが筋というもの。では我が知恵でよければ喜んでお貸ししよう。ただし老いぼれゆえに新たな研究を始めるとなると、一人ではいかんともしがたい。調査やら実験やらで手を借りることになるが構わんな。もちろんです。これは私たち自身の問題。当然手となり足となり働かせていただきましょう。いいんじゃって王家を使い魔にしたがる。いや、まっとうやとかけてますね。まあ、楽したいって思うんですよ。引きこもりは基本的に動かないですからね。
さて、お主たちの望みは分かった。ではもう少し詳しく現状を聞かせてもらえるかも。彼らの魂を、白成績なる巻に入れ、元の世界へと持ち帰ろうというのか。アイディアは悪くない。とはいえ、普通の人間と道回るほど、強固に、実体化させてきたというのはちょっと問題だ。長らく魂が活性化した、状態で固定されておるだけに、巻に収めた後も不安定な状態になりかねん。魂が活性化していることが問題というならその逆。一度魂を不活性化させることができれば、安全に白成績を運ぶことができると。理屈の上ではその通りだが、魂とはろうそくの火を、吹き消すように簡単に活動を停止させられるものではないからな。で、その、魂が不活性な状態ってどういうことなの？いまいち想像がつかないんだけど。そうだな、お前のたちのような、魂がエーテルを引き寄せて、形まで成している状態を活性化の極みとした場合、不活性はその逆に当たる。つまり、魂が周囲に影響を及ぼさなくなり、体が意のままに動かなくなったり、心身から活力がなくなった状態ということが。体が動かない。活力がないか。そしてなんだか旅立ちの宿の、積み食いに慣れかけた彼らみたいだ。なるほどね。確かに似てますね。なるほど。積み食いか。低体の光によって侵食された、状態だと考えれば、その魂は、究極的に不活性化した状態とも。いや、思案のみでは、正当へと至ることはできんようだ。その積み食い化しつつある者たちのもとへ、わしを連れて行ってくれんか。アムアレンに行くんですね。そこに手がかりがあると。まだ可能性の段階だがね、その者たちを拒んでいる、蝕んでいるという現象は非常に興味深い。解決の糸口があるのかもしれない。もちろん案内するわ。でも彼らの、闘病の邪魔だけはしないでね。安心してほしい。隠居、生活を、続けていたという名義は巻きまえているつもりだ。そういうことなら私は売りエンジンに合流して白成績の生成準備を手伝うわ。大勢で押しかけるような場所でもないしね。私もそちらの方に役に立つそうだな。旅立ちの宿への案内はあなたたちに任せても。3人で行くね。では、ベイクラブのアムアレイの旅立ちの宿へ私たち3人がお供にいたしましょう。じゃあ行きましょう。早速ハルリ君といますね。彼が最も重篤な子、ハルリックか。なるほど、聞いた通り、体内エーテルが光に、侵されている。そう、光、すなわち低体の光だ。低体、それは、光の氾濫以後、この世界を蝕んでいた。この者たちの光の力によって魂と生命力の、源たるエーテルが不活性化しつつある状態だ。この果てにあるのが積み食い化というわけだ。でも天を覆っていた光は数が退った。これ以上患者たちのエーテルが光に偏ることはないはず。その証拠に回復の兆しだって。その事実も否定はせんよ。とはいえ一つ試したいことがある。わしがかつて魂を研究する過程で生み出した飛躍を、症状の、重さに関わらず患者たち皆に与えてみてほしいのだ。一体どんな薬なの？体内のエーテルを一時的に活性化する効用があってな。本来は騎士たちの生命力を底上げするために作ったものだ。生命力を底上げ。
だから、フップ道具の悪しき宮廷魔導士は、こうした人々に有用な薬すら自身の渦巻き研究に利用した。それ以来、少しでも悪用される危険がある限り、二度と使うものと思っておったが、現状の打開につながる可能性があるなら、その誓いもやむを。うまくいけば、彼らの症状を多数なり改善させられるはずだ。副作用があるわけでもないゆえ安心してよい。さあ、手分けして、患者たちに与えてやってくる。3人ですか。取って。取っては無表情にこちらを見つめている。特に飛躍による変化はなさそう。あ、変化ねえんだ。パーニルソン。これは体が温かくなってきたような。聞く人にもいるっていう感じか。あんな即効性があるんですかね。なんだかポコポコあれいつもより手足が動く。聞いてます。一人だけだな、聞かなかったな。まああれですね、トッテンさんとか、ハルリクとかは多分聞かないんでしょうね。さて、飛躍を投与したことで、患者たちに変化はあったかね。一部の患者には体温の上昇や、身体、機能の改善といった反応が認められました。ですが、効き目が現れたのは全員ではないわ。あれですね、喋れる人は聞いてるってことですかね。重篤な患者には特に何の変化も起きなかった。やはりな。空から光が取り払われたことで、患者たちはこれ以上低体の力に蝕まれることはなくなった。肉体が持つ、自浄作用によって少しずつ症状も改善しておる。しかし体内エーテルには2つの種類がある。肉体を活動させる源となる生命力と、精神を活動させる源となる魂だ。そうか、飛躍で活性化されるのは生命力。だから、症状の軽い、患者たちの身体機能は改善した。しかし、魂までもが不活性化しつつある重篤な患者には、その通り。なるほどね。この子のように意識が希薄する、なるほど。魂が不活性化したものに飛躍が作用せんのだ。無論、自浄作用によって少しずつ症状が改善するだろう。が、完全に意識を取り戻すまで果たして何十年かかることか。何十年って、それじゃ老人になって突然目覚めるようなもんじゃない。積み繰り返しないだけマシとは言えないな。それで本当に助かったかと問われれば、そんなの簡単に受けられないよ。目的はそれいうのは分かってる。でもどうにか彼らの回復を早める方法を見つけられないかしら。このままでいいなんて私は言えない。どうにかできない、でもない。いや、むしろ本来の目的である魂の帰還法を探るためにも彼らの治療を試むべきだろうな。もう繋がってるんですね、しっかりと。いい実験になるって感じですね、今回のこの件に関して。大切なもの。少し昔話をしよう。かつてフップド王国に仕えていたわしは、強化魔法の一種として体内エーテルの活性化を研究しておった。先ほどの生命力を活性化する飛躍もその産物よ。まあこれを、悪辣なる、宮廷魔導士に、悪用されたというのは先ほど話した通り。いかん、何度も当時のことを思い出していたら胸がズキズキしてきた。王国に起きた未曾有の悲劇、その光景までも鮮明に。ああ、騙された怒り、気づけなかった後悔。急激に気分が落ち込んできたぞ。
悪しき魔導士は光の戦士たちが倒した。アルバートたちってことですかね。そうだな、世間では、足側に、と言われておるような、わしにとっては悲劇に幕を下ろしてくれた英雄だ。彼らがいなければ事態はもっと悲惨なことになっていた。ともかくわしが言いたいのは、体内エーテンの活性化に関する研究成果の中には、魂を活性化する術も含まれていたということだ。ではその術ならハルリクたちも回復できると。世界が光に覆われていた頃なら、焼け石に道で、積み食い化を止めることはできなんだろう。だが今ならば回復の可能性は大いにある。とはいえ、少々特殊な魔法なのでな、仲介役を用意し、そこに魔力を吸い込んで、活性化魔法へと変換。効力増強する必要がある。具体的に何をすればいいか教えてちょうだい。今は小難しい理論を聞くより早く実践をしたいの。マグや触媒が必要なら何でも取ってくる。特殊な作用があるなら何でもやってみせるわ。それで彼らを救えるのだ。それは頼もしい。モーの魔法の仲介役には我々が丹精込めて作り上げる魔法生物、すなわちポークシーが一番の適任である。これポークシーの誕生ですか。これを作るには良質な水と、粘土、それとピクシーの魔力が込められた火種、通称妖精のランプが必要だ。それらの材料が集まれば魂の活性化ができるので。これはね、今後かなり役に立ちますからね。なら、アフィルの、今の材料の中に私とあなた、私たち二人が揃うことで入手できそうなものがあるが。それはまさか、妖精のランプのことかい？ピクシーは、私たち双子をとても気に入っていたわ。一時、彼らのおもちゃになることを了承すれば、大抵のものは譲ってくれる。おもちゃにならないといけないんだ。てんてんてん。わかった、二人で夢に向かおう。妖精たちの相手はあれほど嫌がっていた君がそこまでの覚悟を示したのであれば断る理由はないよ。よくわからんのがピクシーたちと、名刺があるのは心強い。イルメグに向かうのであれば、粘土に混ぜ込む水となる、甘き冷水の調達も頼めるかね。プラエンに、技術の、モーと取引すれば強いられるの。わかった。妖精のランプと、甘き冷水。どんな目に遭おうとも必ず調達してきてみせるの。残る材料は一つ、良質な粘土だ。この場に残るお主に調達を頼めるかね。あ、ここにあるのか。それは楽でいいですね。さて、漢字の粘土を探る場所については、お主のアムアレイン一帯の地質に詳しい、地元民との知り合いなどおらんか。あれですかね、ロスがあるのですかね。多分こっちだと思いますね。どう考えても。スカベンジャーがいるとか言ってますけど。スカベンジャーか。どっちかありそうだが、彼らの狙いは過去の異物。どちらかというと、鉱山労働者、山市の方がやっぱそうですよね。とはいいなる集落に鉱山労働者が。では、その者たちに粘土層がある場所を訪ねて、良質な粘土を調達してきてくるため。その間、わしは、患者たちの診察をしておこう。魂の不活性化につながる情報を少しでも得ておきたいので、それではよろしく頼むぞ。今日はかなり声の調子がいいですね。よし。さあ、ロスガルはどこだ？いますね。マグルス。最後にあったのはあれかな？コルシアと全員集まった件ですね。おカーズじゃねえか。こいつは嬉しい来客だな。元気そうでよかったよ。俺たちの方もユールマグに壊されたトロコとタロスの修復がようやく終わったところさ。トロコの方は義士たちの修復の目処も立てられたんだが、タロスの修復までこんなに早く行われたのは、協力者が名乗り出てくれたおかげなんだ。巨大タロス建造の時に話を聞いたチャイヌズどもが残っていた大ラスとなると取材を分けてくれたんだ。修復に役立つアドバイスも一緒にな。
チャイヌスさん、いい人だよね。俺は巨大タロスを有効活用する計画があるんだけど、この話も最後まで聞いてくれてさ。そうだ、カーズも聞いてくれてよ。グルー火山の巨大タロスで超巨大トロッコを、牽引できたら、きっと役立つと思って、親方が反対してて。でかすぎだよ。それは、ジェイク、いつ実現するかもわからない話にカーズまで巻き込むもんじゃない。そうか、あの時は人がいたからですね。チャイヌさんもお前の勢いに押されてただけだからね。サーフの言う通りだな。近況報告をこらえにしておこう。ここで、訪ねてきてくれたのきっと何か用事があるんだ。なるほど。良質な粘土が取れる場所。そういうことならサーフが詳しいよ。今でも、小銭稼ぎに採掘に行ってるわけだし。そうだな。需要もないもんで俺たちは、掘らないが、この辺りでは確かに粘土が取れるはずだ。長沢レンが栄えてた当時は、北のヴィラン大鉱山の周辺で採取した粘土で、アドベレンガっていう建材を作っていたと聞いたことがある。良質の粘土を求めているならその辺りの地面を掘り返してみることだ。ただし魔物多いから気を抜くんじゃねえぞ。まあ、ちょいバトルになるレベルだと思いますけどね。3つ調べる。どこだ？あ、ここに全部あっちゃう。うん、出なそうですね、敵。あれこれもう終わりか。取って終わりですか。あ、出てきたわ、最後に。最後に。もう帰ってきてるね。早いな。早いっすね。耳や指、ついには、歯並びまで確かめようと手に入れて、ああ、これ以上思い出すけどね。耐えて耐えて。全部忘れればいいのだよ。この双子、ピクシーたちに相手を取って、こうも順調に戻ってくるとはな。さすが世界に、闇を取り戻した闇の戦士の一味よ。さて、もしも良質の粘土は入手できたかね。はい、こっちは楽でしたね。最後に敵出たぐらいですもんね。見事見事。さて、あとはこの良質の粘土を、青巻冷水で、練って、妖精のランプから火種を移せば、ふふ。ねえ、ベイクラブ。この活性化魔法って行うのは誰でもいいの？それなりの魔力が必要だが、わしでもある必要もない。10社に立候補したいのか？あ、これあるぜ、立候補するのか。私はハリルクやみんなを罪食いの苦しみから解き放つと、そう心に誓ってこの世界で冒険をしてきたわ。この手で、彼らを救えるなら。活性化魔法は実際の対象への理解が肝心だ。対象の症状、状態をよく観察し、細かな変化にも気づけるほど相手をよく知っていればそれだけ成功率も上がる。なれば、彼らを救いたいと強く願い、己が時間の王国を彼らのために割いてきた、持ちことを適任と言えるかもしれない。私も同意するよ、カーズ。君はどうだい？頼んだよ。うまくいかなければ次は自分の番だ。あら、葉っぱをかけようっていうの？
大丈夫。あなたの手に煩わせる前に、わしはきっと、成功させてみせるわ。決まってよな。それではありぜよ。手順と術式を授けよう。それでは始めるぞ。これまで集めてきた素材をすべて砕いて混ぜ込んだ粘土は用意できておるな。でかいね。よかろう。ではそれを豚の形にこねてみせよ。とびきり可愛くな。わかったわ。できたわよ。豚っぽく見えないですけど。いやーダメ、才能ないっすね、アリゼ。アリゼ、君の作品は昔から独創的。独創的って言われてますね。こういうの歩きの方が得意ですもんね。ちょっとそこ、笑うんじゃないわよ。よいよい。出来の良し悪しは関係ない。この潰れたプリンのような代物を術者であるお主がとびきり可愛い豚であると認識できておればいいのだ。例えがひどいな。全くフォローになってないんだけど。良いかね。魔法とは空想を現実へと変換する術のことだ。それゆえ、術者の認識が重要となる。イメージさえ強固であれば、見た目に惑わされる必要はない。よくよく覚えておくのだぞ。さあ、教えた通りの術式で、粘土の豚に魔力を注ぐのだ。豚は飛ばず、土は起きず、命分かたれぬのが断りなれど、我が生命の力よ、今ひととき断りより離れ、空飛ぶ豚とならん。お、できましたね。フォークシーが。ふむ。なかなかの出来ではないか。では、この使い魔を用いて、ハルリクとやらの魂の活性化を取り行うぞ。さあ、患者をここへ。さて、アリゼよ。お主が作った使い魔には、すでに魂を活性化させる一種の強化魔法が備わっている。あとは、自身の魔力を注ぎ込みながら、心に決めた使い魔の名を呼んでやるだけだ。あ、名前決めるんだ。この子の名前。決めたわ。やってみる。行きなさい、アンジェロ。アンジェロ？犬の名前じゃねえ。
動いたね。もう、お母さん、僕は。わあ、喋れるようになったね。あ、一時的なんだ。うん。ちょっと話してみる。あ、でもあ、でも喋れてはいますね。うん。ねえ、ベイクラウドどう？活性化魔法成功したんだよね。お主とアンジェルが見事にやってのけた。かすかであるが、ハルイクの魂から、温かな力を感じるぞ。成功と言ってよから、よくやったアリゼよ。よかった。ありったけの魔力を絞ったから、もうフラフラよ。でも。ハルイク、あなたの声、その思い、確かに聞こえたわ。患者に負担がかからぬよう、慎重に治療を進める必要があるが、このまま活性化魔法を行い続ければ、いずれ完全に回復しよう。そして停滞した魂が活性化する、過程を確認したことで、真逆の現象についても見えてきたことがある。魂の不活性化の、理論構築につなげることはできそうだ。白成績による現象世界への帰還にも希望が見えてきたということですね。ちょっと思いついたことがあるんだけど。魂が不活性な状態となることで、体が意のままに動かなくなったり、心身から活力がなくなる。これが積み食い化に似ているという着想から私たちはここに来た。でもそうした魂が不活性な状態って、慢心のテンパード化とも似ていると思うな。いや、いいこと言いますね。アイゼ、君はテンパード化した魂を強制的に不活性にして心を封じ込めるというような技だとそう、推察したというのかい？それで、もしこの考えが正しければ、今の活性化魔法を用いてテンパード化を解けるかもしれない。そう、あの子を救えるかもしれないと思うな。だからね、ガブのことを言ってるんですかね。ああ、そうですね。ガブのことを救えるかもしれない。あなたもそう思う。テンパード化という現象が膨大なエーテル放射を浴びて、魂が不活性化することだとしたら可能性はあるよね。はてさて一体何の話をしておるんだ？可能性はないではないな。とはいえ、魂とは繊細で未知の部分も大きい。安全性を確認しながら慎重に研究を進める必要があるの。もちろんよ。今、あと可能性が芽生えただけでも十分だわ。そうと決まれば行動あんのみよ。悪いけど私はアンジェルと一緒にここに残って、できる限り患者たちの治療を続けさせてもらいたいの。あなたたちはクリスタルリウムに戻って、白成績の方を手伝ってもらえるかしら。出番になったらちゃんとすぐに駆けつけるから。エーテルカレじゃねえのかいやね、あれだけ魔力を使っておきながら元気な娘だ。これが若さというものか。それでアリゼの以外はクリスタリウムへ。有野さん、母さん、よかった。ここまで探しに来た甲斐があった。おっと、これは事件ですかね。あ、カイシルだ。カイシルじゃないか。どうして君はこの場所に？まさかユールまで緊急事態だよ。あ、いえ、街に何か起きたわけじゃ。ただちょっと厄介な問題が起きてるんです。それで、ドゥリア夫人に頼まれて二人を探していたんですよ。ドゥリア夫人か。どうやら急ぎの案件だよね。あれってなって、これ、殺し屋島に行くって流れですかね。ユールモア。クリスタリウムならわし一人で戻れる。どうせ研究の間、恩師たちに頼むことなら大してないのだ。ならばそちらの案件とやらを片付けてやるがいい。ベイクラウドのありがとうございます。
付け合わせてすみません。でも、俺もお二人が来てくれると助かります。ひょっとするとユールまで未来に関わるかもしれないので。あれこれ、あれかね、お得意様の件かなあれこれ何でしたっけあれかななんか選挙とかの話ですかね、これ。ドゥリア夫人の要請。これ以上細かい話は本人から直接聞いてもらった方がいいと思います。ユールマンのエーテライトプラザまで来てくれますか？うん。あ、オッケー。じゃあ次はある日の担当ですね。こっちか。特に街で騒ぎが起きている様子はないようだね。しかし肝心のドゥリア夫人の姿はいつものパーラに見えないが。おそらく、スカイフロントのどっかに問題が発生してから、物々に、外を眺めていることが増えているんです。そういうことならまずはドゥリア夫人を探そう。それをどこも追い詰めるならただごとやなさそうだからね。近くにいるっぽいですよね。よいしょ。あ、非常に良さそう。カイシルちゃん、よくやってくれたわ。ドゥリア夫人、一体どうしたというのです？ああ、もう私、どうしたらいいかわからないの。一人で、本当に心細くて。一人？確かに、旦那様の姿が見えないようですが。そうなのよ。あの人が私を置いて出て行ってしまったの。家ですか。なんですって？一体なぜそんなことに？それが、アルフィノちゃんはしばらくユールモアに残ってくれていたから知っているとは思うのだけれど、あれから私たち自由市民が集まってユールモアの新しい元首を選ぼうとしていたの。バウスリーの後任を決めるため選挙を実施する計画でしたね。そうですね、選挙ですね。でも誰も立候補する人がいなかったの。私たち自由市民は怠惰な時間を過ごしすぎたわ。我が身の振る舞いを正すだけで精一杯なのに、混乱した国を率いようという人はいなかったのね。それで自由に投票しようということになって、結果選ばれたのがうちの旦那様だったの。だから逃げたんだ。チャイヌズ殿は巨大タロースの件でも見事にリーダーシップを発揮しておられました。適任のように思えますが。私もそう思ったわ。彼はダイダロス社を率いていた立派な人だもの。だから私、選ばれた時に背中を押すようなことを言ったの。きっとそれがいけなかったのね。あの人、その時を最後に姿を消してしまったんだから。望まぬ大役に推挙され、重圧に耐えきれず失踪したと。
ドゥリア夫人、どうか顔を上げてください。私は旦那様が愛するあなたを捨ておいて逃げてしまうような人物には思えません。きっと理由あっての一時的な外出でありましょう。本当？アルフィノちゃん。あなたもそう思う？賛成しない。逃げ出したに違いない。いや、そう思うんだ。いや、これに関しては、早い。逃げていないと断言しよう。断言しました。よく考えてみるんだ。チャイヌズ殿は、いつだってドゥリア夫人に寄り添っていただろう。旦那様のことは、私が探し出してみせますので、どうか、気を強くお持ちになって、お待ちください。逃げたと思うんですけどね。ありがとう、アルフィノちゃん。あなたたちを呼んできてもらって正解だったわ。私、パーラーのいつもの席で、あの人の帰りを待っているわね。男を探す。いやはや、チャイヌズ殿が失踪するのは全く予想外の展開だよ。だからこれだけ人が集う夜まで誰の目に触れず、外へ出ていけたとは考えにくい。行方を探すためにまずは情報収集と行こうではないか。とりあえず手分けして街の人々に聞き物しよう。チャイヌズ殿に関する話題が得られたら、栄光の門のあたりで落ち合おう。モーエンさんだ。チャイヌズ様なら一度お見えになりましたね。かなり追い詰めた妖精相談を持ちかけられました。まともですよね。やっぱこっちの、この顔の人が。彼はバウスイがもたらしていた富。メウルという無限の食料と積み食いという労働力によってどれだけユールマンの産業が衰退したのかと気にしてました。誠実をモットーとする農園商会として、交易を通じて産業復興に協力する馬を伝えると、心底安心した様子で立っていけられました。モーエンとの会話から産業衰退に危惧する姿についても話題をいた。あ、これだって下にもいるってことか。なるほど。あ、日本の層と配線狩りって書いてある。ついてねえぞ。あれここじゃねえのか。わあ、これ一番下の方か。こいですね。時間ですね。こんばんは、一人いるっていうことですね。中ですよね。ああ、チャイヌズ殿はここに来たぞ。ひどく疲れた様子で都市の守りを心配していた。正直、先の騒乱で我が軍は大きな、損害を出したからな。ランジーと将軍はあの後、歴代巫女の墓の前で、こと切れている姿が発見されたんだ。それに、彼に従って外征を出た、部隊の多くが、2期間に終わってもいる。あ、もちろんだからといって戦ったならあなた方を恨んでなんていないぞ。この痛みが多いなら変化をもたらしたんだから。とにかくチャイヌ殿には、予算さえあれば、配線街やゲートタウンなどで人材を募集し、戦力を増強することも可能だろうと提案しておいたんだ。軍は都市と周辺地域の治安維持に責任がある。協力は惜しまぬつもりだと説明すると彼はほっとした様子で外に出て行ってる。治安維持に危惧する姿。一人が配線街ですか。
そういえばなやなやしたおっさんが来たぞ。最近近くの集落から来たものを探していたので、ライト村から配線川に住み着いたやつを紹介したんだ。この配線川の事情を知りたがっていてな。当然ユールマーからの配給が断たれて、食料事情が悪化し、困っているとはっきり伝えさせてもらった。合わせて逆行の中でもみんなが必死に食料を得ようと、借り量に、慎んでいるものとも、本当ならみんな真っ当な働きを見つけ、自立したいんだ。すると働きさえあれば自活の意志があるんだなと、妙に念をしてきてね、まるで何かを考えついたよ。ライト村から来たやつには、周辺の集落の状況を聞いていたようだ。その後なぜか、都市内に戻らずゲートタウンの外へ向かっていたところを見たぞ。まあ、人々のためになんかしようとしてますね、ちゃんとね。生活状況を危惧する姿について。単に逃げ出したわけではなさそうですね、こんだけの話を聞いてみるかも。そうですか、すいません。完全に逃げたとばかりで思ってました。これは回収の音つかないか。違うらしい。全員揃ったね。さて、君のことだから誰より有力な情報を得ていると期待しているのが言ったぞ。はい。なるほど。チャイナズ殿はそのようなことを。私もキャバレー、B5 を訪れる客からチャイナズ殿の目撃情報を聞けたよ。なんでも彼は支配人に奇妙な質問を投げかけていたらしい。曰くユールマン外から客が来たらどう思うかと。支配人が新規顧客からなら大歓迎と答えたところ、条件に立ち去っていったそうだ。ユールマン外から客が来たら。ユールマンの今後についていろいろ質問して回っていたってことですか。そのようだね。質問を終えたチャイナズ殿はユールマン外へ出て行った。さて、これらの情報を得て向かう先というのは、君の話をしてくれないか。カーズが、集めてくれた情報によってチャイナズ殿はこの都市の状況と合わせて周辺の集落のことを気にかけていたようだね。ならば、直接それらの集落に足を運んだ可能性もある。ここは再度足を、使って各集落へ、模型情報を集めてみる。回収、君は馴染みのある、ゲートタウンを頼む。そして知り合いの多い、スティルタイドを当たってみよう。カーズはライト村とないか。ライト村っすね。わかりました。聞き込みを終えた後はどこで落ち合いましょう。どこにも目撃情報がなければ、残るはコルシアとの、来た、証拠機を登った、コーチしかない。そちらでの、捜索に移行できるようなトップランで、仕事を行こう。もし誰かがチャイナドンを発見できた場合も、彼を連れてトップランドに、そこで落ち着いてユールマンを離れた事情を聞くとしよう。はい。じゃあライト。どうせ上に行くって流れになるんでしょうね。どこにいるんだ？これか。確かに壮年のミステル族の紳士が来ました。ライト村とユールマとの関係性を気に病んでいたようで、村の連中にいろいろと話を聞いていましたよ。メールの配給や上での、豪商の、生活を求めて、この村からも多くの者が出ていったんです。しかもドン・バースリーは、標準の意思が見られないと、この村から警備の兵を引き上げてしまった。はぐれ積み食いの夜、襲撃後、多くの、村民やユールマーから受けた仕打ちを恨んでいます。村を訪れた紳士もそう伝えました。バースリーが去ったとはいえ、それでユールマーが変わるのか、しばらく様子を見たいと。他の村民からも似たようなことを聞かされたらしく、こうした様子で、村を出てきましたよ。あれ？この上に行かないといけないのかな？
BGM やっぱ変わってますね。クリアしたことによって。もう本人を連れていないということは、ライト村にもチャイルドはいなかったんだ。何か情報を得ることはできたかい？そうか、彼がそんなことを。私たちの言った、集落でも本人と会いはしなかったが、同じようにユールマとの関係を聞き回っていたようなんだ。各集落との関係、集落の糸口はないか探っていたようだね。となれば、ユールマの関係の深い集落で残るのはアミティくらいのもの。チャイルドのあの村に向かった可能性は高い。みんなでアミティに向かい、彼を、探してみよう。ラリホンとか行かないんですね。残念。いや、いいっすね。名曲っすね。こっちはこっちで名曲っすね。前の曲も好きなんですけどね。お前たちは。チャイルドさん、ようやく見つけましたよ。私を探していたと一体なぜ？ドゥリア夫人から旦那さんが失踪したと相談されたんです。あなたが姿を消したことでとても心配していましたよ。何？だがあいつに当てて置き手紙を残した。残してんのかい残したはずだぞ。部屋の、文書の上に。さては、起き抜けに、私の姿は見えなかったので、動転し、部屋の中をろくに見もせずに、飛び出したな。あれの性格を考慮しなかった私の失態か。チャイルド、よければ何を求めてユールマを離れたかお聞かせいただけませんか。あなたが、次期元首に、推挙されたことを聞いております。そしてユールマや、周辺集落に抱える問題について調査されていたのの足取りを中で知りました。つまりは元首の座をつくにあたっての事前調査ということですか？おいおい、結論急がないでくれ。私が事前調査をしていたのはその通りだ。だが私はやれるという確証を得られないのなら、何事もやるとは言えない性分なのだ。条件が揃わなければ、あれば原子への追求を、受けるつもりはなれない。条件ですか？アミティまで足を運んだのもそのためであると。ああ、様々な立場の者に声をかけ、情報は集まった。ユールマを立て直すためには手を貸してもいいというものも数名だが名乗り出てくれている。あともう一人、私が求める能力を、持った者が協力を、約束してくれれば、こんな私でも原始らしいことができるかもしれないんだ。あと一人ね。なるほど。決断まで熟考を重ね、慎重派のあなただからこそ、その言葉を心から信じることはできます。今のユールマで自分で立ち上がる決断をした。あなたのような原種が必要です。もう一人の協力を取り付ける件、私にも手伝わせてください。やっちゃえ、チャイルズ。お前たち。何もできないかもしれないけど、俺もどうかこのまま同行させてもらえませんか。カーさんとアルフィノさんのおかげでチャイルさんを見つけ出すことが叶いました。でもこのまま街に戻っても俺。かつてのユールマに持っていた憧れは、バースリーの真実が明るみになることで消え失せました。なのに俺はその次の新しい目的を何も見つけられていない。俺が一人目的を失って空っぽのままでいる間にも、チャイルさんはユールマの未来を真剣に考え、厳しい意見にも耳を塞がず前へ進もうとしています。そしてその目的に間髪入れず協力したいと申していたアルヒナさんとカズさん。そんな風に俺も自分のやりたいことを見つけて、強く宣言できるようになりたい。だから皆さんが新たな挑戦をしてくれる、姿を見ていたんです。未知なる挑戦に伴う恐怖は今も私も、取り巻いている。そこまで言ってもらえる、ほど、立派な心づもりもないが、いずれにせよ私に反対する理由はない。チャイルさんお二人ともありがとうございます。とはいえ、その挑戦も実は、突破の、危機になるのかな。肝心のもう一人の協力を取り付けるのがかなり難しそうなんだよ。というと、まさか求めていた協力者がすでにアミティを離れていたというの。
いや、集落にはいたのだが、先ほど声をかけたところ、ろくに話を聞いてもらえず立ち去られてしまったのだ。その者はレンデン。バースリーの父が原初を詰めていた頃、バースリーの父、はい、こういう地下で見たやつですかね。ユールマで補佐官を務めていたという人物だな。当時、政務を、携えていた彼は、軍事を司る、ランジート将軍と共に、ユールマの両筆と呼ばれるほど活躍してたらしい。企業経営やタロスの製造ならともかく、あいにく私は政治については、門外観もいいところだ。レンデンドの、味方につけるもはや必条件と言っていい。なるほど。一度退出されてしまったのなら、このまま後を追いかけても結果は変わらないでしょう。まずは、同じアミティに住む者に、レンデン氏の人となりを聞いて策を練るのはいかがです。そうだな。アミティならば、私たちと、面識があるトリストルがいる。話を聞いてみるか。画家の人ですかね。そうだね。ご無沙汰しております、皆さん。要件は分かっています。先ほどチャイヌ様が、レンデンさんに冷たくあしられているのを見ていましたから。そこでこんなことを頼める立場じゃないんだが、レンデン殿のことを教えてくれないか。ユールマを立て直すために彼の力が必要なんだ。よろしいでしょう。ユールマに、よりよく、会ってもらいたいという思いは私とて同じですから。レンデンさんはとても厳格な方、忽然として、態度を好み、意志の弱さを嫌うようです。あなたがユールマを離れた者に対して負い目を感じていることは承知します。過去を、区切るのができるのは素晴らしいことでしょう。ですが、控えめすぎる態度は、レンデンさんには、弱腰に見えたのかもしれません。彼の協力を得たいなら、己の主張を強く行う必要があるんだと。強い主張か。人を導こうというのは間違いなく必要なことだ。レンデンさんは北の8号コードの方に行かれたようです。あとは、率直な思いをぶつけるだけだと思いますよ。よし、8号コードに向かい、レンデンのに、再度思いを訴えよう。忽然と己の意志を強く示している。さあ行きましょう。家があるのか。こんなとこにもあるんですね。いるね。レンデン氏。誰かと思えば、またお前か。しかも、ぞろぞろと連れ立って、一人で説得できぬと見て、助っ人でも呼んできたか。呼んだわけではないが、確かに彼らは助っ人だ。いや、正確には手助けをしてくれた恩人だ。彼らはドンバウスリーの下でダミーを貪ってきた私たちを目覚めさせてくれた闇の戦士たちなのだ。ほう、闇の戦士とな。だがしかし、いつまでも恩人の優しさに甘え、助力を受け続けるわけにはいかん。それでは、バウスリーの力に頼り、全てを任せきりにしていた頃と大差がない。彼らは助っ人ではなく、立会人と考えていただきたい。チャイヌス殿。殊勝な心がけだが、さてな。なんかバリステの声に似てんね。私は己を官僚であると規定してきた。民のため、国のため、政を司る者に対して助言を行い、その方針を最善の方法で実現すべく働いてきた自負がある。だが、それは理想を共有できればこそ、民が、国が、指導者が、理想とする楽園とやらに、共感できなくなったがゆえに、私はユールモアから去ったのだ。チャイヌズとか言ったか。
バウスリーの下で奔放な生活を送ってきた貴様がいかなる国を築かんとするというのだ。その問いに一言をもって応じるほどの答えを私はまだ見出せてはいない。だが私はいかなる国を築くのかを市民が語れる国を作りたい。積み食いの脅威に怯えて暮らす世界で私を含め多くの者が身の安全と食料を求めてユールモアに集ってきた。一芸を持ち身の振り方を決められる労役市民はともかく、町の周辺に住まう者たちは食料の配給を断たれ今日明日を生き延びることに必死だ。自由市民に至ってはもっとひどい。未だ酒や快楽に溺れ現実から目を背け続ける者も少なくない。今のままでは早々に富を食い潰す者も現れるだろう。私が元首となればその権限を持ってかつて国に差し出された財産の再分配を行うつもりだ。キャバレー残しとく感じですね。貧者であれ不者であれ、このような状態では国の未来など語れようものか。食料の早急な確保、周辺集落との関係改善、崩壊した産業の再建に他地域との連携強化。課題はまさに山積みだ。私は政治家でも国王でもない。ダイダロス社の跡取り、起業家だ。そんな私にできることは問題を分析し改善案を企画し収益を上げて部下を食わせること。レンデン殿、ユールモアの民が国の理想を思い描き祭りごとに手を挙げられるようになるまでどうか力を貸していただきたい。いかなる国を築くのかを民が語れる国か。これ刺さりました。悪くない方針だ。チャイヌズよ、お前が一時とはいえ国政を担うにふさわしい器か試させてもらうとしよう。何をすればいい？やっぱバリステの声ですよね。もうそっくりだよ。今、ユールモアが抱える問題の一つを解決してもらう。そうでなければ、改革など夢のまた夢。誰もお前については来ないだろうからな。出番が少ないとこがもう死んじゃったから出てこないですもんね。もうその代わりになってます。レンデンさん。よし、聞かせてくれ。解決すべき問題とは何なんだ？ユーロマに関する先ほどのお前の見立ては正しい。そしてその中でも急務なのが食料不足の解消だ。市民か否かを問わずユーロマではバースによって供給されるメウルを依存してきた。他の食材は備蓄を切り崩すにしても早々に限界が来る。上は容易に人を獣へと追い落とす。このままで遅かれ早かれ内乱が起こるだろう。この問題にどのような対策を講じればよいか示してみろ。もちろん助言はなしだ。こんなもん、物資送ってもらわないと無理じゃねえの？他の地域から。
短期と長期2つの対策が必要だ。具体的には短期的には溜め込んだ富を、元手に攻撃を行い、当座の食料を外部より仕入れる。ただし、これは長期的な対策のための時間稼ぎ。解析の本命となる廃村や人口減少が、著しいライト村などの、移住を支援し、食料生産を試みてもらうことだ。無論そのためには周辺の集落との関係改善や、地域の治安向上、移住希望者の募集などの前提も多いが、なるほどな。その自分で考えたのか。机上の、空論ではあるがな。多くの人々から意見を聞いた結果考えついた答えだ。おおむね賛成だ。そうか、それはよかった。わしの考えはそう的外れでもなかったよな。しかし、移住者の募集一つにとっても、お前の、便利だけでは、人を動かせるとは限らない。彼にどうやって移住後の未来を信じさせるつもりだ。そちらについては考えがある。移住希望者には、労働タロスを、勝ち出すのだ。タロスがあれば、農業や、漁業に関わる、労働も劇的に楽になる。何？だが大タロスはもはや生産設備を失っているはず。今から設備を整えていれば到底間に合うはずが。その通りだが、タロスに関しては私の専門分野だ。私の知識と記憶、そして、ほんの人たち立ち会いに力を貸してもらえれば、その可能性も可能にできるはずだ。立ち会い人つってんのある日のに任せようっていうことなんですかね。目の輝きが違う。まあ、あれかなアマレーンの、ね、なんですね。あれですね。モフたちを連れてこいっていう感じなんですね。さて、労働タロスの確保だが、レンデン殿の言う通り一から生産しても間に合う。ならば、現在起動しているタロスを使えばいい。すなわち、この付近を徘徊している制御を失ったタロスを捕獲し、再利用するんだ。捕獲するんだ。なるほどね。でも確かにいますもんね。そのためにある道具が必要になる。確か、トップラングに残っていたはずなのが、ひとまずついてきてくれ。来るタロスがいますよね。ここにいますね。ディフェクティブタロス。私の記憶は確かった。まあ、残っていたぞ、大ダロス射精。絶霊玉。エーテル伝導率が低い絶霊玉の、絶霊体の粉末の詰まった玉でな。タロスが暴走してしまったとしても、こいつをぶつけられれば、エーテルの流れを断ち、機能を停止させられるんだ。なるほど。それがあれば戦闘の必要もなく、無傷のままタロスを捕獲できますね。捕獲が叶えばユールマで向かうよう命令を、与え直すだけだ。細かい調整はその後にじっくりやればいい。お前たちのような戦闘に長けた者がいつまでも手を貸してくれるわけではない。だからこそこの絶霊玉が活躍するんだ。これなら私のような戦闘を増えてとする者でもタロスを捕獲に繰り出せる。タイヤさん、まさか自分で絶霊玉をタロスに？ダメですよ。危険な役目に変わりないんだ。だったら俺が。レンデン殿に課題を与えられたのは私だ。実行役を他人に任せて安全なところならいられる。お前たちに頼みたいのはあくまで少しの支援だね。もちろん怖いさ。こんな無茶、石橋を叩いてきたわしの人生で初めての経験だから。だから人々も先頭に立とうというんだ。後方から巨大タロスが立ち上がるのを見守っていた時とは状況が違うんだろう。チャイルド。危なくなったらすぐに逃げて。
ああ、良いこと振り絞ったが、命まで失うつもりはない。わしが危険な目に遭わねえよどうか力を貸してくれ。頼みたいのはタロスに近づくタイミングの指示だ。望遠鏡を貸すので、鉄製玉、距離まで、周囲の魔物に気づかれず近づけるよう合図を送ってほしい。よし、カーズ、指示は任した。クイック A の見通しのいい場所に陣取ってくれ。これやるのね。はい。気づかれない慎重にこう。これでいけってことか。合図をこの左クイックって書いてあるの。いけ。いけよ。いけ。いかねえのかよ。ちょっとね、こっちを刺さねえといけねえのか。なるほどね。いけ。よし。おう、一発っすね。おお、成功だ。この調子で次のタロスも停止させるぞ。さっきと一緒ですけど。今回なんかいますね、ボムみたいな。あれどうすりゃいいんだ？向こうに行ったタイミングでってことか。かつ後ろを向いてるときですよね。この位置いいのかな？こうですかね。行くぞーっつって。あ、オッケーオッケー、成功した。よし、うまくいってるぞ。あともう一体停止させればひとまず必要な、体数は確保できるぞ。カーズのおかげでタロスに近づくタイミングをだいぶつかめてきた。この調子で最後のタロスを捕獲に挑むぞ。柱が気になるけど。あ、勝手に行ったわ。やったやったぞ。これだけタロスがあればわしの計画は実現できる。うわ、もう操ってるってことですか。テイムに成功しました。自分でも信じられないが、いや、もちろん皆の力を借りての成果でもあるんだが。私がやったんだな。チャイルド、いや、チャイルド、これまでの無礼をお詫びしたい。
10個を重ねて、導き出した解説学、代々その社長としての知識と経験、そして闇の戦士までもが力を貸すだけの人柄。あなたは孫うことなくユールマの原始にふさわしい男だ。ありがとう。だが私はまだまだ臆病で弱腰な未熟者だ。だから私は原始としての務めを果たせるようレンレン殿の力を貸してほしい。謹んでお受けしよう。私が提示した問題に見事な回答を示したあなたに従う理由などどこにもない。これらロードタロスという新たな力を目につけすれば、人々の中からあなたの政策に従う者が現れるだろう。10個を重ねる原子とそれを補佐する厳格なる、熟練官僚。ユールマの新たな出発を導くにこれ以上ないほどふさわしい二人だと思わないかい？それじゃあ早いとこタロスをユールマに向かうよう調整しましょう。ルリア夫人が今か今かと帰りを待っているはずです。これユールマに行けばいいんですかね。よし、そのまま一列になってユールモアへ向かえ。賢いっすね。一列になるんだ。なんだこの音は。人がいないとびっくりする。タロース、壊れたタロースが暴走してやがるのか。おい、誰かパンペイを呼んできてくれ。いや、そうなるよね。そうなるよね。一番前を歩いてないとダメなんじゃ。いないもんね。市民の方はお下がりください。お、来た。待って。もちろん帰ってくるに決ま苦しい。締め上げてますね。あらあら、ママ、どうしましょう。失神しちゃってますね。回復してる。助かった。ごめんなさい、あなた。帰ってきてくれたのが嬉しくて。いや、構わん。それよりも置き手紙だけでなく、しっかり言葉で伝えてから外出すべきだった。それじゃあ。うん。私は元首の座から逃れるためにユールモアを出て行ったわけではない。補佐官としてレンデン殿を迎えるために交渉に行っていたのだ。その助力を得られた今、ようやく私は胸を張って言える。私はユールモアの元首の役目を引き受けさせてもらうと。まあまあまあ、なんておめでたいのかしら。なんだよこのシーン。また締め上げられるんじゃん。
やっぱりまたね。いやーっつってます。あ、じゃあこれでもうユールマーの件終わりってことですかね。チャイさんがいるってことは戻る必要ないですもんね。なんとも返す岡田。まあ、それはさておき、終わらせられ向きに、身分や立場を問わず、人が集まってきているようだ。彼に、伝言役となってもらい、ユーロマにすべての立場の者に集まってもらおう。チャイルドの、就任挨拶を、聞いてもらうためだ。そこまでやるんだ。就任挨拶。ユールマの新たな誓い。ようやく呼吸は整ってきたぞ。さて、原始としての就任の挨拶をしなければならないな。全く胃の一体案件が続くが、ユールマの人々に私の思いを聞いてもらう大切な場だ。ここはしっかりやり遂げなければ。皆を集めるならそれなりに広さがいる。バースリーが使っていた執務室を利用するとしよう。そういうことなら私は都市内の市民に声をかけてもらおう。ミステル族の君、カイシルズ君と言ったか。君には、配線街やゲートタウンを回って、就任演説についての声掛けを頼みたいのだがどうかね。任せてください。皆協力に感謝する。私は、執務室のすべての人々を通すよう、軍の者に伝えてこよう。それから、闇の戦士殿たちの同席を願いたい。クラウンリフト前の警備兵に声をかけ、執務室まで来てくれ。ああ、了解。クラウンリフト。とりあえず入りゃいいんですかね。返しろよ。先ほどチャイルドがやってきて原始の就任挨拶を行うと。そこからユールマの民が続々と執務室に集まり始めている。この、優越で、驚いた街もいよいよ変わるというんだ。闇の戦士とその関係者には最前列を用意しよう。さあ、執務室へ。OK。これはさすがにボイス入ってるでしょ。いや、結構ボイス量多いっすね。これ 5.1 ですもんね、まだ。ああ。あなた。皆、今日はよく集まってくれた。まず、自由市民の諸君、周囲を見渡してほしい。ドンバウスリー死生下の20年間とは、異なる顔ぶれが混じっていることに気づくだろう。我々に仕えてくれていた労役市民たちはもちろん、配線街やゲートタウンに住まう市民権を持たない者もいる。そして何より、我らを目覚めさせてくれた恩人、闇の戦士たちもまた、新たな出発となる今日という日に、立会人として駆けつけてくれた。先日、自由市民たちの間で行われた選挙にて、私、チャイヌズが、ドンバウスリーの公認として、新たな元首に選出された。そして私は、
名誉あるこの務めを受けさせていただくことを、この場にいる全員の前で宣言する。ただし、期限付きの一時的な厳守代行としてだ。厳守代行っつってます。自由市民と労役市民の関係、そして市民と非市民の関係、ドン・バウスリーの下で決められた歪んだ制度を正すとして、ユールモアという国をいかなる国にするのか。トップを作らないって話ですかね。この大きな問題について、私はここにいる全ての者が意見を交わし、議論する必要があると考えている。だが、我々が直面している現実の問題の前では、理想を語り合う余裕などないというのが実情だろう。メオルに依存してきた食料問題、冷え込んだ周辺集落、他地域との関係改善、治安維持に産業再興、喫緊の課題があまりに多い。故に私は一人の起業家として、まずはここにいる皆の安全と安心を優先しようと思う。当然バウスリーが築いた偽りの楽園で怠惰な時を過ごしてきた私を含む自由市民にとっては、多くの痛みを伴う改革も必要となろう。だが夢から覚めた私たちは現実を生きてゆかねばならない。私たちのために命を賭して、天より光を払い、闇を取り戻してくれた闇の戦士たちに恥じぬ生き方を、そして皆の暮らしが安定してきたその時、改めて理想のユールモアについて話し合わせてほしい。だからそれまでの間、どうかこの私に、いや、ユールモアという希望に皆の力を貸してもらいたい。ジャイアントの素晴らしい演説でした。ユールモアの人々もあなたを受け入れてくれたようですね。みんな本当は分かっていたんだ。誰かが代わりにやってくれないかと願っても、結局自分で動かないと何も変わらないんだと。これからコルシア島の住人全員でユールモアという国を理想へと近づけていくつもりだ。苦難の道のりだろうが、まずは一歩を踏み出してみせるぞ。今日という日にユールモアは新たな制約を結んだ。この地切りがある限り我々は前進を続けられるだろう。そのための計画作りは任せてくれ。制約か。この町を、支える白き岩礁に、その決意を刻まなければ。我々は闇の戦士たちに背を押され歩み始めるんだと。ねえ、あなた原始になったんでしょ。ならバウスリーのようにスミスでお仕事をなさるの？
あんな広い部屋は私一人で持て余すだけだ。何より人々の声に耳を傾めるためには必ずこのパーラーを利用させてもらうぞ。それがいいと思う。私もこのパーラーから見える景色が大好きだもん。チャイナズ、ちょっと顔を貸してくれねえか。これ、配線がにいた人ですね。確か配線がを取り仕切ってる、ハセンバードの服着てますね。服を着てる。お前が考えている政策を詳しく聞かせてもらいたい。非市民の中には、明日食べるものすらなく未来に不安を抱えている連中も多いんだよ。わかった。早い方がいいだろうな。今すぐあんたたちと話し合う場を設けよう。新しくてすまないが、私たちはここで失礼する。お前たちには本当に世話になった。この恩は決して忘れない。カイシルは引き続きお得意様っすよね。俺からもお礼を言わせてください。おかげさまで様々なことを学び考える機会を持ってました。これなら自分のやりたいことを見つけられそうです。そうか、私もチャイルドの演説を聞きながらあることを考えていたんだが、一つの結論に達したよ。ユーモアのあり方はどう変わっていくのか、それを見届けるためにとどまるつもりだったが、もうその必要はないようだと。そうですね、こっちは期限迫ってますからね。一人の独裁者が、自由を尽くした、閲楽都市は滅びた。そして人々と共に歩む指導者が理想に向けて出発した。その門出を祝いつつ私たちも本来の旅に戻ろう。そうですね。サンクレットの実を一番に案じないといけないですからね。一番やばいのはサンクレットですからね。アルヒノさんもこの年を去る。国も人も大きく変わっていこうとしている。皆さんと行動しながらずっと考えていたんです。ただ友達とのユールマでの、再会を夢見て、空回りを続けていた俺がこれから何をすればいいのか。もちろんクリスタルユームとかに移住することもできる。でもやっぱりこのユールマで生きていきたい。チャイヌさんが語る新たなユールマを見てみたいって気持ちもあるし、何よりその手助けをしたいってそう思ったんです。だから俺ユールマで再会できた友達と生まれ変わったこの街のために新しいことを何か始めてみようと思います。この街の未来は、今の君のようにユールマの発展を心から望んでいる人材こそが鍵となる。どんな道を進めにせよその成功を願っているよ。口に出したらさらにやる気が湧いてきました。まだ思いつきですけどちょっと考えもあって友達とも相談して試してみようと思います。お得意様ですね。白木製薬、黒木密薬。海士も新しい一歩を踏み出したようだね。私たちと共に行動したことがきっかけになったならそれは嬉しいことだよ。さて私たちも自身の問題に立ち返るとしよう。クリスタリウムの星見の前へ戻ろうか。ベイクラウドの研究の進捗も気になるしね。やっと本筋に行きましたね。はい、これがあれかな ?5.1 は締めに入る感じですかね。今回ユーロマに新たな原子が誕生したそうだな。クリスタリウム一報が届けられたよ。
チャイル殿が元首代行を務めることになったんだ。民に示した彼の意志は素晴らしいものだった。今後はクリスタリウムとの交流も深まっていくことだろう。その時はどうか隣人として手を差し伸べてあげてほしい。それで、帰還方法の研究については、白成績の生成は、順調なのかい？順を追って話しましょう。私たちの機関に用いる道具は、従来の白成績をベースにしつつも新たに設計した、マグにすることになった。新たに、これまでの白成績はダメだったのかい？ベイクラウドのH を賜ったことで、魂を不活性化し、安定した状態で白成績の中に収めるまでは、成功しようとして、目処は立ちました。ですが、不活性な魂は、他の要素との結びつきは弱い。本来ならば、付随するはずの記憶がこのままでは欠落してしまうのです。記憶が欠落する。なるほどね。魂だけの位相では、いわゆる記憶喪失で目覚めるだけ。記憶までの位相では目覚めることなく、衰弱死するだけ。この両方は、安全に保持し、肉体へと沈み込むことができる新たなるマグを、我々生み出さねばならんだと。なるほど。その上で魂の方が目処が立っているとなれば、あとは記憶を収め、肉体を返すの、部分の、研究ですね。その通り、簡単なことではないが、無理夢中というわけではないぞ。実は推奨校より、提案をもらえている。記憶の保持を転写という話を聞いて一つ役立ちそうなことがあると思っている。カーズ、あなたは覚えているかな？私が持っている、別の、マガンのことを。私の一族にある比率はかけられていた。アラク皇族より託されていた血と記憶を、後世に、継承していくという。遥か、因習の昔より血と記憶を受け継いでいく比率。その術式が解決できれば、マグに記憶を収める方法も確立できるかもしれない。これに成功すれば、イニシエの戦技を、継承するソウルクリスタルとは段違いの情報量を収めることが叶いましょう。もちろん、他者を打つことができないので制約はありますが。というわけで、以後はベイクラウドの中心に、皆の知識を合わせて、記憶の継承に向けた、研究に全力で取り組んでいこう。方針を見えたところで一度原初世界側に報告しておいた方がいいのではなくて、石の家に帰れって流れですね。そうだね、今頃我々の機関に関して不安な気持ちを抱えているものだろうな。ならば私も一度サンクレットとリーンの元へ戻り、進捗を共有しておきましょう。あちらの、調査状況も気になるかかりますし。頼んだ。君の知識や彼らの力が必要な時はまた連絡しよう。あれ、エリーブスの件は 5.2 でしたっけね。では、原初世界がタタルにこちらの計画を伝えておいてくれる。これで終わりっすもんね。伝えておいてくれるから、この間私たちの肉体をなんとか維持してほしいと思う。ぽいね。石の家のタタルと話すなってますね。あれでも、クリアになってないですね。ってことはもう続きがあるってことですかね。ただこのタイトルはあれですね。パッチのタイトルになってるから、これが最後ですね。このタイトル覚えてるわ。タタルタル城。来るのもいるかな。母さん、お戻りを心よりお待ちしておりました。クルルさん、今も皆さんの体を診察中です。大世界の話はそれが終わってから一緒にお聞かせくださいです。来たね。大きく進展するために。はい。こう結構ボリュームあるんですね。お待たせしちゃったわね。マトーヤ様からの助言を受けて、みんなの体にひとまずの処置をしたところよ。これで今しばらくは生命力の揺らぎも安定してくれるはず。それで、第一世界でのみんなの様子はどうだったの？
なるほど。そのベイクラグさんという方の協力で少しずつ帰る方法の研究が始まっているのですね。確かに白星石を使って魂を運ぶというのはいいアイディアだと思うわ。なら私たちは研究の進展を信じて肉体の維持に全力を尽くさなくっちゃね。誰か来た。折よく来てくれていたか。お話が早くて助かる。来たね、エスティアンだ。エスティアン来ましたね。助っ人っす。助っ人。よ。無事に旅先から戻ったようじゃないか。エスティニアンさん、連絡が取れなくなって心配していました。動乱の帝都から脱出して帰還しようとしていた道中でリオルとかいう暁の実帝と出会ってな。ひとまずここに立ち寄らせてもらった。帝都で動乱って一体何があったのですか？さて、どこから話したものか。ゼノスの件です。お前たちから帝国の秘密兵器の調査と始末を依頼され、ラザハン経由で帝国領に潜入したんだが、ある属州の魔導工場で漆黒の王老、いや今は影の狩人と名乗っているんだったか。とにかくガイウス・バイサルと出会ってな。教頭を打診され帝都まで同行することになったんだ。そしてその中枢魔導城にて俺たちは驚くべき人物と出会うことになる。アシエンから肉体を奪い返したあの男、ゼノス・イエガルバスだ。しかも奴は俺たちの目の前で父親でもある皇帝バリスを殺害。激高したガイウスがゼノスに切りかかり。ああ、そっか。そこで終わったんですよね。そっか、そっか。おいこれは、こういう近くにしてくれるとですね。どうにも厄介そうな相手じゃないか。手を貸してもいいんだ。なんでこうボイス入ってんねんだよ。あれはもはや人にあらず、助立ちねが。ああ、そういうことか。そうか、そうですね。秋夫さんのもうあれか。多分あれか、期限が切れたからか。そう、2対1だから悪く思うね。そうですね。あれはだって 5.0 までですもんね。漆黒と王老と青の竜騎しか目覚めの獲物としては悪くない。来い。第一です。そんなんもできんだ。生前は思いもしたかったことがやはり己のものに限るな。
化け物め。さすがに我らが英雄殿の鉄鋼ずられた相手だけある。どうする？あまり時間をかけると。陛下、いかがなされましたか？アンサーが出てきましたね。言わんこっちゃね。見たことあんな、あいつ。ユリア。バリス陛下。あれっすね、3.5 かなんかで戦ったやつですね。4.5 でしたね。やれ、邪魔が入っては影響も注がれるというの。俺はこの辺り消えさせてもらう。目的でも果たし終えたんだ。4.5 の ID ですよね。待て、ゼノス。さて、このままじゃキリがなさそうだぜ。ならば一気に型をつけ、この場を突破する。すごいこと言ってますね。一発かよ。一発。うわぁ。普通にガイス強いですね。侵入者も決して逃がすな。動かせる窓アーマーすべて起動させよう。来た来た。始まりましたね。いや、ってことはもうあの二人を操作するって流れですよね。はい。エスティアン。エスティアン。来ましたね。マップはないですね。総員警戒の当たるですし。はい。めちゃくちゃ強い。このまま駆け抜ける。全部が範囲アンニエ、連携を、この二人がさせるものか。しまった。今はこう、先へ進むぞ。強いっすね、ガイです。EU ですらそもそも苦戦したんだね。的を散らすために別行動すべきだ。別行動。了解だ。ならば俺はこちらへ進むとしよう。うわぁ、飛んでった。外でお茶をとしよう。無事を祈る。こっちに行けば。こっちですかね。高速価格通路。連絡通路。いやあれあれ、まるで魔導兵器の見本紙じゃないか。いるね。これアルテマウェポンじゃね。しかもなんか乗ってますね。
アーチあると。あいつは生贄になってって感じですかね。すぐには倒すしかないか。仕方あるまい。ホエロ、マソーニーズエッグ。ニーズエッグ。力変えてますね。BGM アルティマウェポンですね。流血の ST は名前変わってる。総世界の実験だ、実践だが、はい。あ、しかもなんか増えてますね、スキルが。そういうってことですよね。ってるね。当たんなくなった。まず範囲で倒すっていう。一応機械ごと破壊してよ。あ、来たゲーム。マソーニングネックに貫けるな。かっこいいっすね。この辺のなんかあれですよね。気にする件とかね、あれですよね。別のコンテンツに出てきますよね。ユリと戦役あたりでしたっけ。さて、これ以上の新手はごめんだ。さっさとここを脱出し、ガイスのやつと合流すればな。セリフを決めて終わりましたね。
来るのを見たのね。うん。俺の過去を見たといったところか。私が見た光景も同じよ。さすがに追体験するほどの強烈な原子じゃなかったけれど。やれやれ。その異能を直に見たのは久しぶりだが、なんとも奇妙なものだな。ともかく、肉体を取り戻したゼノスは、この兵が来ると、興ざめしただのと抜かして消えやがった。その後の行方は、ようとして知れずだ。まさか、あの時のアラミ語での超える力の研究が、こんな大事を引き起こすだなんて。うん。死を超越して、他者に憑依してたばかりじゃなく、自身の体を取り戻したなんて。信じられる？まるで不滅なるアシエンだわ。常識外という点では、次元の狭間を越えて異界を旅してきた、どこぞの英雄殿も大概だとは思うがな。ともかく、皇帝を失った上に、皇太子だったゼノスも消えたとあって、帝国は大荒れだ。しばらくは侵略戦争どころじゃあるまい。黒バラに関しても、理由はどうあれ、ゼノスが使用を阻止した。これらの情報は、今頃リオルとやらが、エオルゼア同盟軍に伝えてるはずだからな。あとはアイメリクたち、お偉方に任せていいだろう。確かに、ギムリとの戦場も落ち着きそうね。内乱となれば、帝国の属州の今後が心配だけれど。ところで、ガイウスはどうしているの？途中までは一緒だったのでしょ？うん。ああ、ヤスとは帝国本土を脱出した後で別れた。なんでも、新たな脅威を察知したとかでな。ああ、これがウィリート戦役。詳しいことはわからんが、ヤスと過去に因縁のある存在が、皇帝不在の状況で動き出した気配があるそうだ。一時とはいえ、共に行動して感じたが、もはやガイウスは、エオルゼや侵略を企むような男じゃない。自由にやらせておけばいいさ。そうですね。でも、新たな脅威と言われると、なんだか漠然とした不安を感じてしまいます。リオルさんや東方の忍びさんたちに情報を共有して、警戒を強めた方がいいかもしれませんね。さて、俺からの報告は以上だ。対応を依頼された黒バラの脅威も去った今、契約は終了ってことでいいんだろ？はい。それはそうなのですが、賢人の皆さんも、まだお目覚めになっていない状況です。よければ、もう少しここで一緒に。悪いが、約束は約束だ。ガイウスがそうしているように、俺も好きにやらせてもらう。釣れないな。こんな困った顔したタタルがいいのに。ガクン。突然の協力要請に応えてくれて感謝しているわ。アルフィノ君が慕うだけのことはあるわね。それじゃな、相棒。今度は戦場で倒れるような危なっかしいことはしてくれるなよ。あれはしょうがないって。
呼び出されちゃった。さあ、私たちも解散しましょう。賢人たちの肉体についてはこっちに任せて、あなたはゆっくり体を休めておいてね。報告する感じですかね。あ、来たね。報告。二つの世界を行き来して今回もお疲れでしょう。今、ベイクラウスさんたちの研究の進展を信じて待ちましょう。なんか出ますよね、エピソードが。いつも。現象世界テータはガレマルト。ってことは、これゼノスですかね。内乱の話ですね。俗軍の進撃を許すので、定位に、ふさわしきはネルファさん。第三軍。ネルファの豚どもね、ここで奴らは狩り尽くせば我らの勝利だ。すめすめ。勝手に内戦が始まってますね。自滅している程度ですね。で、ゼノスを見ると。あ、くだらん。飼い犬が豚を追い立て狩りを語る。なるほど、滑稽ですね。エリディビスか。その魂の色、何者だろうってことは、エリディビスじゃねえのか。私は新たな主を、探すの。ご命じいただければ、犬は犬でも、狩人のふさわしい猟犬を用意しましょう。これ、ゼノスに協力しようとしてますね。未だ眠れどもいささか、拷問な存在ですから。ゾディアークという名の獲物。足絵であるのは間違いなさそうですね。これが出てくるのって、つい先の話だと思いますね。多分あれが終わったぐらいですよね。大世界がね。大世界言うのは敗戦外。敗戦外ってことは、これは、夫妻ですかね。チャイニーズ夫妻。聞いたか、新しい原子のチャイニーズが、大ラスの工場へ再興するんだとか、近く働き手を募集するって話だぞ。データ収録を、再建するために、入職、希望者を募る予定があるとも聞いてる。なんでも無償でタロスを貸してくれるみたいだね。そっちの話もうまそうだな。どっちに応募しようか迷っちまうぜ。働くさえあれば子供たちを食べさせることもできるので、ちょっとだけ希望が出てきたんじゃない？誰かいますね。希望か。この見た目はアルバートですかね。アルバートはもういないはずですけどね。戦士風の男になってますね。ならば残された最後の一人として我らが志願のために希望の光を灯してみせよう。この話はあれか。5.2 に続くってあれか。それは成し得るのは選ばれし英雄だけなんだから。これはまさにあれですよね。エリディブスが言ってたことですよね。で、ですね、5.2 は、最初だけ受けて、これで本編に繋がるんで、ここだけやっときましょう。新たな競技。来てくれたのよ。あなたに報告したいことがあったのよ。
マトウエ様の助言を受けてみんなの体に施した処置なんだけど、今のところ効果を上げていると。ただそれの一時のものに過ぎない。いつかはやがて限界が来ることは避けられないの。こちらでできることは限られているし、やはり頼みの綱は、水晶子たちが研究している新たなマグニということになるわね。私たちも大世界に行くことができれば物資集めや資料整理の節裁もできるんですが。失礼いたします。で、あれかな？そうですね。そうですね。マキシマさんですね。ご無沙汰しております、カズさん。お元気そうで何よりです。これはやっぱガイウスの件ですかね。これは失礼、紹介が遅れました。私はマキシマと申します。帝国からエグルザイを亡命し、ラーバーン様のご好意に預かり、同盟軍に身を置かせてもらっているものです。話は聞いています。帝国の民主派だったとか。それにしてもエルザ同盟軍の方が来たということは、もしかして戦況に動きでも、その通りです。ご存知かと思いますが、帝都で動乱が起こってからというものの義務との前線落ち着きを見せておりました。各国の名士たちの主力を伴って本国へと帰り、現在アルミゴ解放軍が中心なり国境を監視しています。そんな義務との防衛陣地に、驚くべき人物が、物騒な情報を出されて現れたんです。それもカーさんと因縁のあるものが。急ぎ、対策会議が開かれることになり、ラーバーン様は預かつき、特にあなたの参加を求めておいてです。どうかご足労をお願いできないでしょうか。どうやら事態は急を要するようね。そういうことなら私も一緒に行くわ。賢人のみんなほど各国の事情に、通じてはいないけれど、あなた一人に全て押し付けたくはないもの。ありがとうございます。会議はアラミゴ王家に行われるガンクォーターで向かいましょう。石の家の留守はこの方たらめお任せください。お気をつけていってらっしゃいませ。OK。まあ、ここまでですね。ここから以降は本編に繋がってるので、再生リストの方に、F14 ミンクエとかそういう名前の再生リストですね。まあ後でコメントのところにちょっとリンク貼っときますんで、まあそちらで、続きを見ていただくっていう感じになると思います。で、まあ本編繋がって今の最新まで繋がると思うんで、それ以降はまあですね、黄金のレガシーですね。黄金のレガシー最新の方、見ていただければと思います。まあ一応なんとかミンクエはこれで終わりっていうことですね。いやー、長かったですね。最初からやったんですけど、結構長かったですね。パートがね、今、30いくつでしたっけ ?32 とかですもんね、今。そうですね、32ですもんね。いや、結構やりましたね。結構やりました。まあ、ゆっくり、過去のやつ見ていただければと思います。一応今ね、最近だと毎週火曜日に1本ずつ上げていく予定なんで、まあ、ですね、そちら見ていただけます。今、ちょっとね、グレンのね、4.1 が終わるところまで配信終わってるって感じですね。で、まあ次回はですね、次の火曜日に4.2 の配信が始まるって感じですね。まあですね、クガネ編っていうか、ドマ編ですね。ドマ編があるって感じですね。まあそちらをよろしくお願い、そちらもよろしくお願いします。それでは、はい、締めたいと思います。まあこれ以降は本編にもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次のゲームもよろしくお願いします。それではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。またTwitchフォローも